こんにちは、くまみです。今回は10日間のベトナム旅行の様子をお届けします。ベトナムでは経済成長が凄まじいホーチミン、個性あふれるリゾート地ダナン、ベトナム最初の世界遺産である古都フエ、1000年の歴史を持つ首都ハノイに行ってきました。さらにクチトンネルやメコン川クルーズ、世界遺産のハロン湾のツアーにも参加しました。こちらの動画ではベトナム各地の魅力をどこよりも詳しくお届けします。それではスタートです。今回乗る飛行機はベトジェットエアです。ベトジェットエアはベトナム初の民間航空会社かつベトナム最大規模の LCC です。座席はこんな感じです。機内食はついてないんですけど販売されていたので買ってみました。こちらはベトナム料理で春雨とエビやカニなどの具を炒めたものです。味付けがちょうど良くて機内食の割には美味しかったです。そしてホーチミンにあるタンソンニャット空港に着きました。今いる国際線ターミナルは日本の ODA によって建設されて2007年に開業したそうです。空港の中に日本政府への感謝の言葉が書かれているところがありました。こういうのを見ると日本人として嬉しい気持ちになりますよね。空港からホーチミン中心部まで8キロあるので、こちらの赤いバスに乗って中心部まで移動します。バスには日本製品であるギャッツビーの広告がデカデカと貼られています。中はこんな感じで、後ろに荷物置き場がありました。乗車料金は乗る人と荷物それぞれにかかるんですけど、合計で180円くらいでした。200円もせずに8キロも移動できるなんてめちゃくちゃ安いですよね。ただ接客態度はあまり良くなくて、運転手の説明を1回で理解できなかったので聞き返したら半切れされました。ホーチミン中心部に着いたので、今からホテルにチェックインします。ホテルの部屋はこんな感じです。料金はなんと3泊で1万円でした。ドミトリーとかではなくて自分専用の部屋で、お風呂もトイレも部屋についていてこの価格なので激安ですよね。ここで観光を始める前に動画をより楽しんでいただくためにベトナムの歴史を2分だけ説明させてください。ベトナムはもともと紀元前から長期間にわたって中国から繰り返し支配や侵略を受けていました。19世紀後半になるとベトナムはフランスの植民地となりました。その後、第二次世界大戦でフランスが降伏すると支配力が弱まり、今度は日本から支配されるようになりました。日本が第二次世界大戦で敗北し支配を終えると、その直後にホーチミンさんという人がベトナムの独立を宣言しました。その後、再び支配しようとするフランスとの戦争もあったんですけど、ホーチミンさんが結成したベトナムの独立を目指す組織の活躍で、ベトナムはフランスに勝利しました。これによりフランスの支配は終わったものの、ベトナムが南北に分断されることになりました。すると今度は北ベトナムと南ベトナムがベトナム統一の主導権を争うベトナム戦争が始まりました。この戦争では社会主義のソ連と中国が北ベトナムを支援、資本主義のアメリカが南ベトナムを支援し、なんと10年にもわたって戦争が続くことになります。戦争中、アメリカは非常に強力な爆弾や猛毒を使って攻撃しますが、テレビで戦争の様子が映し出されると、アメリカ国内で反戦運動が起きるようになり、アメリカは撤退することになりました。そして1975年、南ベトナムの首都サイゴンが北ベトナム側の軍に攻め落とされたことで戦争が終結します。そこでベトナムはようやく南北が統一されて、現在まで続くベトナム社会主義共和国となりました。そして南ベトナムの首都だったサイゴンは南北統一に伴いホーチミンという名前に変更されました。今あるホーチミンという地名はベトナムを独立に導いたホーチミンさんの名前から来ています。これらの歴史を踏まえながらホーチミンを観光するとより楽しめると思います。それでは本編に戻ります。ホテルにチェックインした後は夕食を食べにベンタイン市場に行きました。ベンタイン市場はホーチミン最大の市場で、服や雑貨、食品などのお店が約2000軒も集まっています。今ある建物は1914年に建てられたので100年以上の歴史があります。外観はこんな感じなんですけど、フランス統治時代に建てられたのでフランス様式で時計塔があるのが特徴です。
中はこんな感じで外観とギャップがありますよね。今みたいに歩いてると店員さんに日本語で話しかけられることがあります。商品がすごい密度で並んでいてカオスですよね。店員さんは座って談笑したりスマホをいじったりと自由にしています。日本だとなかなか見られない光景ですよね。バックコーナーは偽物ブランドのオンパレードとなっています。こちらでは食品が売られていて観光客でごった返しています。ベトナム独特の匂いがプンプンしていて美味しそうな果物もたくさん売られています。何かベトナムコーヒーお茶安いよ。花茶1000円2個。1000円2個。そしてこちらのお店で夕食を食べることにしました。バンミー、ポークバーベキュー、サラダロール、ライスペーパーロール。こちらが届いた生春巻きです。パパイヤジュースも追加で注文しました。この生春巻きが見たことないくらい太くてびっくりしました。エビもしっかり入ってますね。ベトナム風の甘味噌だれ、唐辛子もついています。ジュースもコップいっぱいに注がれていてとても濃厚そうです。まずはパパイヤジュースをいただきます。おっと冷たい。しみるー。美味しい。この日は朝4時に起きて疲れていたので、このひんやりして濃厚なジュースはすごく体に染みましたね。次は生春巻きを食べます。あまりに太くて箸で掴むのも大変です。このベトナム風甘味噌だれをつけて食べます。日本と違って春巻きの皮が硬いので噛みちぎるのが大変なんですよね。美味しい。これが本場の味だと思いながら食べてます。具もたっぷり詰まっています。私は日本でもたまに生春巻きを食べるんですけど、ベトナムの生春巻きは大きさも味も皮もソースも日本とは全然違いましたね。ちなみに春巻きの皮として使われているライスペーパーはその名の通りお米でできていて、ベトナム戦争中に兵士たちの保存食として使われたそうです。お米を炊くと煙で敵に居場所が知られてしまうので、適当な具材を包んですぐに食べられるライスペーパーは重宝されたそうです。ベンタン市場から出ると外はすっかり暗くなっていました。夜のホーチミンは東京に負けないくらいギラギラしてますね。2日目は朝6時にホテルを出発しようとしたところ、入り口でスタッフさんががっつり寝ていてびっくりしました。私に気づいたスタッフさんがドアを開けてくれたので助かりました。ここからはグラブという配車アプリを使ってバイクに乗ってタンディン教会というところに向かいます。この今まで何人もの人がかぶってきたであろう汗臭いヘルメットをかぶってバイクに乗ります。この時は早朝だったので道路は空いていました。音からもわかるようにめちゃくちゃ風を感じます。バイクに乗るのは人生初めてだったので結構怖かったんですが、車より安く乗れるのとバイク社会のベトナムでバイクを体験してみたいと思ったので勇気を出して乗ってみました。乗ってる間もかなりビビってて、特にカーブだとバイクが傾くので怖いんですよね。でも今まで経験したことのないようなスリルを味わえてすっごい楽しかったです。大通りに来るとバイクが増えてきました。この光景が見られるのはバイクならではですよね。10分ほどバイクに乗ってタンディン教会に着きました。タンディン教会はフランス統治時代の1876年に建てられた歴史あるカトリック教会です。1957年の改装時にピンク色に塗られたそうで、とっても可愛いですよね。よく見るとすごく繊細な作りをしていることがわかります。
建物の中にはミサの時間しか入れないんですけど、ちょうど今からミサが始まるので中に入ってみます。中もめちゃくちゃ美しいですよね。こちらの教会は客席、照明、扇風機、音響などあらゆる面で細部までこだわっているそうです。美しいステンドグラスも見られます。教会の中には彫刻や絵画などたくさんの芸術作品があります。外も中も本当に美しい教会でした。続いてタンディン教会の近くにレバンタム公園という面白そうな公園を見つけたので見てみます。この公園、いろんなトレーニング機器が揃っていて、まるでジムみたいですよね。今土曜日の朝7時なんですけど、休日にこんな朝早くからベトナム人の方たちが自由気ままに体を動かしていました。面白そうだったので私もやってみようと思います。まずはこちら。このように前後に重心を移動させて足を鍛えるマシンとなっています。続いてはこちら。このように腕をぶん回すことで腕を鍛えます。楽しくなってきたのでこちらも行きます。このように腕を後ろから前へ押し出して腕を鍛えます。さらにこちらもやってみます。まるで空中を散歩しているかのようで楽しいです。続いてこちら、自転車のように漕いで足を鍛えます。1、2、1、2。公園の景色を見ながら運動するのは最高です。公園の奥にもバドミントンをしている人や社交ダンスをしている人、太極拳をしている人など運動している人がたくさんいました。ベトナム人は基本的に早起きで朝の運動が習慣になっている人が多いそうです。この公園は特に観光名所というわけではないですが、ベトナム人の日常を垣間見ることができて面白かったです。続いて20分ほど歩いて中央郵便局に来ました。中央郵便局は19世紀末のフランス統治時代に建てられた郵便局で、建設から130年以上経った今も郵便局として使われています。こちらには建設期間が刻まれています。建築文化財としても貴重な建物で、細かいデザインが至るところに見られます。さらにこちらの窓と窓の間には建築に携わったフランス人の名前が刻まれています。中は広々としていて、まずアーチ状の美しい天井が目に入ります。オルセー美術館をモデルに作られたそうで、見比べてみると確かに似ていますよね。鉄骨の設計はパリのエッフェル塔を設計したフランスの建築家エッフェルさんが手掛けたそうです。そんなすごい方が手掛けていたとはびっくりです。中央にはお土産コーナーがあって、可愛いお土産がたくさん売っています。そして一番奥にはベトナムを独立に導いたホーチミンさんの肖像画があります。ここら辺が郵便局の業務が行われる場所ですね。郵便を送りたい人はこのテーブルでいろいろ記入するんだと思います。入り口付近にはレトロな電話ボックスが置かれています。電話ボックスの上には地図があります。こちらにサイゴンという文字がありますが、この地図は建物が完成した翌年1892年のサイゴンの地図です。つまり今ホーチミンと呼ばれている地域の地図ですね。反対側にも電話ボックスがあって、その上には1936年の南ベトナムとカンボジアの電信網が書かれています。これを見るとフランス統治時代、ベトナムや周辺国と通信するために中央郵便局が重要な拠点だったことがわかります。中央郵便局のすぐ近くにはサイゴン大教会があります。サイゴン大教会もフランス統治時代に建てられていて、赤レンガで作られています。
大教会というだけあってかなり大きくて迫力があるんですけど、残念ながら工事中でした。工事は2017年から行われていて、当時は2020年に終わる予定だったそうなんですけど、今は2027年に終了予定だそうです。ずいぶん引き延ばされてますよね。そもそもこの教会の建設自体も17年かかってるんですよね。今回の工事も10年はかかるということで、中は相当すごいことになってるんでしょうね。続いて虫除けスプレーを買いにセブンイレブンに行きました。せっかくなのでベトナムではどんな商品が売られているのか見てみたいと思います。まずはパンコーナー。結構種類豊富で一つ一つが大きいです。お弁当も種類豊富ですね。どれも美味しそうで安い。お寿司も売ってました。日本にはないようなベトナム料理とおにぎりが融合したものもあって面白かったです。あと驚いたのが、飲み物が巨大なタピオカの容器みたいなので売られていることです。中身は容器の半分も入っていません。もう一つ驚いたのが、ポッキーのような棒状のお菓子の充実度合いです。日本で売られていないお菓子も揃っているので、日本以上に種類が豊富です。そしてこちらのレモスという虫除けスプレーを買っていきます。レジはこんな感じで、上のモニターにメニューがずらっと書いてあって、マックみたいですね。レジ横には巨大なバインミーがたくさん置かれています。具もそれぞれ違うようで種類が豊富ですね。続いてお腹が空いたのでレストランに入ります。レストランの名前はクアンゴン138。ベトナム北部、中部、南部の伝統料理を集めたベトナム人にも外国人にも人気のレストランです。見ての通り雰囲気がめちゃくちゃいいんですよね。しかも2階もあって広い。テラス席もあります。一旦こちらの緑あふれるテラス席に座ることにしたんですけど、しばらく座っていると暑かったので、やっぱり屋内に移動しました。屋内の雰囲気もとっても素敵です。今朝9時台なんですけど、人気店なので結構お客さんもいますね。内装が豪華でベトナムらしい雰囲気なんですけど、市場とはまた違った落ち着いた空間になっています。今回注文したのはフーティウナンバンというメイン料理です。フーティウはベトナム南部で食べられている米麺、ナンバンはカンボジアの首都プノンペンを指していて、カンボジアから伝わった料理だそうです。ピンク色の飲み物はレモングラスティーで、いちごとオレンジが入っています。お茶はサービスでつけてくれたようです。まずは飲み物から。めっちゃいちご。いちごの大きい果肉が入っていて爽やかな味がしました。いただきます。続いてフーティウナンバン。麺がたっぷり入っています。フーティウの麺は北部で食べられているフォーと違ってコシがあるのが特徴です。スープはあっさりしていて、豚肉やエビの旨味をしっかり感じることができます。付け合わせの野菜も投入。スープに染み込ませて食べます。もやしが生で出てくるんですけど、シャキシャキしてて美味しいんですよね。付け合わせに黄色い唐辛子があったんですけど、唐辛子だと思わずパクリ。ここからしばらくひたすら辛さに苦しみます。気を取り直して今度は辛くないソースを入れてスープになじませて食べます。舌の痛みと戦っているので険しい顔をしていますが、ソースを入れると旨味が増してさらに美味しいです。さらにレモンを追加するとさっぱりした味わいになりました。ボリュームは多かったんですけど、付け合わせによっていろんな味を楽しめるので、最後まで飽きずに食べることができました。続いて統一街道に来ました。統一街道とはベトナムが南北に分かれていた頃、南ベトナムの大統領官邸だった場所で1966年に建てられました。また統一街道はベトナム戦争が終結した場所として有名です。
1975年に北ベトナム側の軍が戦車で統一街道のフェンスを破って突入したことで、南ベトナムの首都サイゴンが陥落し、ベトナム戦争が終結しました。それがきっかけで南北が統一されたので、統一街道と呼ばれています。なので歴史的にもとても重要な場所となっています。建物の中はこんな感じです。地上は4階まであって地下もあるのでかなり広くて、部屋の数は100以上あるそうです。今回はそのうちの一部を紹介します。ちなみに有料ですが、日本語のオーディオガイドをつけられます。まずは1階から。こちらは内閣会議室です。こちらでは大統領と閣僚が国家の重要事項について議論する会議が開かれていました。次にこちらは宴会室です。こちらでは100人ものゲストが集まる宴会が行われていました。次にこちらは講堂です。こちらは500人ものゲストが集まる重要なイベントの開催場所となっています。北ベトナムと南ベトナムの代表による南北統一の承認もこちらで行われました。続いて2階に上がります。こちらは国家安全保障会議室ということで、ベトナム戦争の戦略についての話し合いが行われていた場所です。壁には南ベトナムの戦況を記録した地図が貼られています。こちらは大統領の応接室です。こちらではアメリカのニクソン大統領の補佐官との会談などが行われたそうです。すごい高級感ありますよね。統一街道は部屋の外もすごく綺麗なんですよね。例えばこちらの階段とか、廊下も広々としていて、外の光が差して明るいです。ガラスの扉を抜けると広いベランダのようになっていて、庭園を見下ろせるようになっています。続いて3階。3階は大統領の家族のためのスペースになっています。麻雀やビリヤード台、ピアノ、さらには映画館までもあるといった感じで、とても豪華です。戦争で国民が大変だった時にこんな贅沢な暮らしをしていたことを考えると、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。続いて最上階である4階に行きます。4階は広々とした展望台になっていて、100人以上が楽しめるダンスルームでもあります。ここから庭園を見下ろすこともできて、とても見晴らしがいいです。ちなみに庭園の奥にまっすぐに伸びる通りがレユアン通りといって、サイゴン陥落の日に戦車がやってきたところです。北ベトナム側の軍は戦車で突入した後、今いる場所の上に掲げられていた南ベトナムの旗を下ろして北ベトナムの旗を掲げたそうです。さらにここには緊急時の脱出に使われていたヘリポートがあります。戦車が統一街道に突入した時の脱出にも使われたそうです。2つの赤い円がありますが、これは戦車が突入する数週間前に爆弾が落とされたところです。続いて地下に向かう途中に大きな厨房を見つけました。こちらは大統領が就任した時の晩餐会や建国記念日の祝賀会など大きなイベントの時に使われていました。5つ星ホテルに匹敵するような超豪華な最新設備が備え付けられていたそうです。ちなみにこれらの設備はすべて日本製だそうです。そして地下に来ました。地下は秘密の軍事施設として使われていて、爆撃に耐えられるような構造になっています。こちらは作戦司令室です。壁には大量の地図が貼られていますが、戦争中はこれらの地図を見ながら作戦が練られていました。こちらは暗号化された敵の機密情報を受け取る部屋で、たくさんの通信機器が並んでいます。あとは大統領の司令室とか、大統領の緊急時の休憩室とか、いろんな部屋がありました。戦争当時の様子が生々しく残されていて、地上とは全く違った緊迫した雰囲気を感じました。建物の中はだいたい見終わったので、建物の外に出ます。建物の外には実際に統一街道に突入した2つの戦車が展示されていて、どちらも国宝に指定されています。1つ目がこちらの843号です。こちらは1972年に軍事援助の一環としてソ連から引き渡されたものです。
ちなみに統一街道に突入した時は843号が先頭を切って突進したそうです。2つ目がこちらの390号です。こちらは中国で製造されて1960年代にベトナムに配備されました。先に突進したのは843号ですが、その後進めなくなってしまったそうで、先に門を突破したのは390号だったそうです。こちらは戦車が統一街道に突入した日の写真です。こちらには843号が写っていますね。このように統一街道は歴史的にめちゃくちゃ重要な場所で、かなり見応えがありました。来れて本当に良かったと思います。続いてベトナム戦争小石博物館に来ました。こちらはベトナム戦争の歴史を綴る博物館で、ベトナム戦争が終わった1975年に開館しました。毎年100万人近くが訪れるそうで、ベトナム人だけでなく世界中の人々にとって非常に意義のある場所となっています。日本でいう平和記念資料館のような感じですね。建物は3階建てになっていて、有料で日本語オーディオガイドをつけることができます。このように世界各国のカメラマンが撮影した写真が並んでいるんですけど、ここではそのうちの一部を紹介します。まずお見せするのは兵士に捕らえられたベトナム人の写真たちです。この博物館で印象的なのが画質がいいカラー写真があることです。色がついていることでモノクロ写真よりも生々しさが増していて、ここに載せられないようなグロテスクな写真もたくさんあって、見ているのが本当につらかったです。こちらはアメリカの空爆から逃れるために川を歩いて渡る母親と子供たちの写真です。この写真を撮影したのは日本人カメラマンの澤田恭一さんという方で、この写真はアメリカのピューリッツァー賞という賞を受賞しています。澤田さんはその後、先ほどの写真に写っていた母親と子供たちに会って写真をプレゼントしています。子供を連れて川を渡ってでも安全な場所に逃げる母親の勇敢さと澤田さんの優しさがわかるエピソードですね。ベトナム戦争を撮影していた日本人カメラマンは他にもいます。こちらのカメラは一ノ瀬泰造さんというカメラマンのもので、銃に撃たれた時、このカメラによって命を救われたそうです。これを見るとカメラマンが命がけで撮影したからこそ今も写真が残っていて、戦争の悲惨さが受け継がれていくんだなと感じます。あと石川文洋さんというカメラマンのコーナーもあって、彼はベトナムを50年以上にわたって取材してきたそうです。石川さんのコーナーで印象的だったのが、戦争中だけでなく戦後のベトナムの写真も石川さんの文章と一緒に展示されていたことです。文章の中には平和を感じた、平和っていいなという言葉がたくさんあって、ベトナムへの愛が溢れていました。戦争の様子を間近で撮影してきた石川さんにとって、戦後に平和が訪れたことは本当に感慨深いことだったんだろうなと思います。さらに枯葉剤の影響を伝えるコーナーがあり、日本のフォトジャーナリスト中村五郎さんによるコメントと作品が並んでいました。ここで簡単に枯葉剤について説明すると、枯葉剤とはベトナム戦争でジャングルを破壊するためにアメリカ軍によって散布された猛毒です。もともと北ベトナム側の軍隊はアメリカに真っ向勝負しても勝ち目がないので、ジャングルに隠れて奇襲攻撃をしていました。そこでアメリカ軍は隠れる場所をなくすために枯葉剤を大量散布することでジャングルを破壊したわけです。枯葉剤は環境だけでなく人体への影響もすごくて、がんになったり奇形児が生まれたりと400万人以上の人々が被害を受けていて、戦後から40年以上経った今でもその影響は残っています。枯葉剤の影響を受けた奇形児の写真も展示されていたんですけど、あまりに衝撃的でカメラを向けることができませんでした。枯葉剤は戦後も人体に影響が残り続けるという意味では原爆と通ずるものがあり、原爆と同じように決して使われるべきではないと思いました。
あとこちらはベトナム人のカメラマンが撮った写真で、とても有名なので見たことある方も多いと思いますが、南ベトナム軍による空爆が落とされた時の写真です。裸で逃げる当時9歳だった少女は重度の火傷を負って一命を取り留めたものの、17回も手術を受けたそうです。治療中も相当な肉体的精神的苦痛があったそうなんですが、そんな彼女も今では2児の母としてカナダで暮らしているそうです。空爆や手術など数々の苦難を乗り越えて今も生きている彼女の生命力はとても力強いなと思いました。写真以外にも実際に使われていた服や鉄砲、弾丸なども展示されていました。さらに興味深かったのは、ベトナム戦争に対していかに世界中の人々が反戦を訴えていたかがわかるコーナーがあったことです。中国、インドネシア、インド、北朝鮮、ソ連、ポーランド、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ドイツなどなど、もちろん日本でも反戦運動が行われていました。戦争に関わった国だけでなく、遠く離れていて戦争に直接関わっていなくても、こんなにも多くの国で反戦運動が行われるのってすごいなと思いました。平和を願う気持ちは世界共通なんだと感じて心を動かされました。そして建物の外には実際に使われていたヘリコプターや戦闘機などが数多く展示されています。こういうのを見るとついついかっこいいと思ってしまうんですけど、これらも多くの命を奪ったということを忘れないようにしたいですね。博物館の紹介はここで終わろうと思うのですが、こちらで見せたのはほんの一部に過ぎないので、皆さんもホーチミンに行く機会があったらぜひ行ってみてください。続いてまたご飯を食べたいと思ったので、統一街道の近くにあるベンゲストリートフードマーケットというところに来ました。こちらでは30軒以上の屋台が集まっていて、ベトナム料理はもちろんお寿司やタコス、ピザなど幅広い料理を楽しむことができます。私はここでベトナム南部の名物料理バインセオを食べることにしました。バインセオとは一言で言えばベトナム風お好み焼きです。エビや豚肉、もやし、豆などの具材を薄くてパリパリしたクレープのような皮で包んだ料理です。このソースはヌクチャムというベトナムの万能つけだれで、魚醤やお酢、ニンニク、唐辛子などを混ぜて作られています。この時食べ方について調べてもすぐにわからなかったので、適当に下に敷いてあるレタスを皮の中に入れて食べたんですけど、改めて調べたところ、この食べ方は間違ってました。本来の食べ方は、まず黄色い皮を一口サイズに切って、それをレタスで包んで食べるそうです。食べ方を間違えるとこんなめちゃくちゃな状態になってしまうので、皆さんはちゃんとレタスで皮を包んで食べるようにしましょう。味の感想としては、パリパリした皮と中の豚肉などの具材の味がマッチしていて美味しかったです。続いてホーチミンさんの銅像の前に来ました。この銅像はホーチミンさんの生誕125周年にあたる2015年に建てられたものです。それ以前は別のホーチミンさんの銅像が置かれていたそうです。奥にはホーチミン人民委員会庁舎という建物も見えます。こちらはフランス統治時代の1908年に市庁舎として建てられました。今はホーチミン市人民委員会という行政機関の本部として使われています。朝に行った中央郵便局もそうでしたが、色合いと彫刻がとても綺麗ですよね。この風景はガイドブックでもよく使われていて、ホーチミンを代表する風景となっています。ホーチミン像の正面に続く広い通りはグエンフエ通りというベトナム屈指のメインストリートで、670メートル続く歩行者天国となっています。ベトナムの国花であるハスの花のオブジェが見えます。ここら辺は夜になるとライトアップして雰囲気も変わるそうなので、夜もまた来たいと思います。ホーチミン像から少し歩くと奥に市民劇場が見えます。市民劇場はフランス統治時代の1900年に建てられました。
週末にはサーカスやミュージカル、コンサートなどが行われるそうで、ベトナム戦争中は南ベトナムの国会議事堂としても使われていたそうです。こちらも黄色と白の色合いと細かい装飾が素敵ですね。そしてこちらは市民劇場とつながっているドンコイ通りというところです。ドンコイ通りでは近代的なデパートや高級ホテルなどが立ち並びます。ここからバイクで次の場所まで向かいます。朝と違って今度は交通量の多い時間帯なので、また違った光景が見られます。今17時過ぎなんですけど、車とバイクが多いですね。高層ビルが見えてきました。こうして見るとホーチミンって都会だなと思います。今向かっているのはこちらのランドマーク81という超高層ビルです。中には展望台があってホーチミンの街を一望できます。ランドマーク81に到着しました。高さは461メートル、81階建てでベトナムで一番高いビルです。2018年に建てられていて、2021年までは東南アジアで一番高いビルだったそうです。間違えてホテルの入り口っぽいところに入ってしまったんですけど、かなり高級感ありますよね。地下1階から5階まではショッピングモールになっていて、ユニクロもあります。地下1階にはスケートリンクもありました。年中最高気温が30度を超えるほど暑いホーチミンにもスケートリンクがあるとは驚きです。そして展望台のチケットを買ってエレベーターに乗ります。展望台は79階から81階にあって、79階までエレベーターで登って、81階までは階段で登ります。エレベーターから降りるとこんな感じで、ホーチミンの街を見渡せます。マスコットキャラクターと思われるものがいますね。いい感じの夕暮れ時で綺麗ですね。一つ上の80階に上がるとこんなフォトスポットがあります。景色はこんな感じです。そして最上階の81階に行きます。81階では屋外に出られるエリアもあるので楽しみです。屋内からはこんな景色が見られます。こちらでは VR でビルの頂上から飛び降りる体験ができるそうです。最上階にこんな立派な VR コーナーを作るっていう発想はなかなか面白いですよね。そしてこちらが屋外エリアです。真ん中には腰を掛けられるスペースがあります。さらに2メートルほど高いところにスカイウォークという回廊があります。スカイウォークを歩くためには命綱をつける必要があるんですよね。私も命綱をつけて登ってみることにしました。こんな感じの装備をしてレールに通した命綱を手で引っ張りながら登ります。今までいろんな国内外の展望台を登ってきましたが、命綱をつけたのは今回が初めてです。そしてスカイウォークから見る景色はとてもきらびやかで、うっとりするほど美しいです。命綱を引っ張りながらゆっくりと進みます。この夕焼け空の青からオレンジのグラデーションとキラキラと輝く街の風景が本当に素晴らしいです。中央を流れているのはサイゴン川です。このサイゴン川はフランス統治時代に重要な貿易路として使われていて、ホーチミンの産業の発展を支えてきました。川沿いには多くの高層ビルが立ち並んでいます。この景色を見ると社会主義国であるベトナムのイメージが大きく裏切られます。この映像だけ見せられて東京の夜景だと言われても信じてしまいそうです。東京にあるスカイツリーから撮った写真と並べてみたんですけど、どちらも中心に川が流れていて景色が少し似ている気がします。光の密度は東京の方が高いですが、高層ビルはホーチミンの方が多く見えるような気もしますね。ホーチミンも数年後にはもっと光の密度が増しているかもしれません。ちなみに足元はこんなガラス張りになっています。展望台から降りて気づいたんですけど、先ほどいたランドマーク81は結構独特な形をしているんですよね。
調べてみたところ、このデザインは竹を束ねたものをイメージして作られているそうです。竹はベトナムで強さと団結の象徴とされていて、竹が空に向かって伸びるようにベトナムも成長していくという思いが込められているそうです。そしてこのビルの横に派手な歩道橋があったので、興味本位で登ってみます。これもなかなか独特な歩道橋ですね。面白い形をしています。歩道橋からは大通りを見下ろすことができます。このギラギラした歩道橋を降りて、こちらの公園に行きます。この先にあるのはビンホームズセントラルパークという大きな公園で、東京ドーム3個分の広さがあります。ちょっと奥の方行くと綺麗な橋が見えてきました。すごい、こちらの橋めちゃくちゃ綺麗です。夜なのでだいぶ気温も下がって、すごい歩いていて心地がいいです。こちら橋を渡ってみます。いやー、すごい綺麗。こちらの奥にある橋と右側にある噴水と奥にあるキラキラ光るビルたちと、そしてその右には先ほど登ったランドマークタワーがあります。とっても綺麗です。いや、本当にこのビル群を見ると、ベトナムはベトナム戦争終結後すごい勢いで発展しているんだなって実感しました。そしてもっと奥に歩いていくと丘があって、みんな芝生の上に座って好きなように過ごしています。タコをあげている人もいますね。すごい自由な感じでいいですね。観光客っていうよりもベトナム人が多い気がしていて、結構地元民にとっては定番のスポットなのでしょうか。そして芝生から見える景色がこちらです。すごい綺麗なビル群。こんなところに芝生があったら、これはここでゆっくりしたくなりますよね。そしてさらに芝生を抜けて奥まで行くとサイゴン川が見えます。こちらがサイゴン川です。先ほどこちらのタワーのここら辺から見下ろしていたサイゴン川を今間近で見ています。ちょっとさっきから気になってたんですけど、こちら中が階段になってて登れるっぽいので登ってみたいと思います。上から見える景色がこちらです。いや、こちらから見る景色もすごい綺麗ですね。ちなみにこちらの上の景色はこんな風になっていて、小さな展望台みたいな感じになっています。そしてここからサイゴン川を見下ろせるっていう感じですね。いや、さっき81階から見た景色もすごく綺麗だったんですけど、こっちもこっちで船やサイゴン川を近くに感じながらサイゴン川を見下ろすことができてとてもいいです。このサイゴン川と右の高層ビル群だったりランドマークタワーを一度に見えるっていうのもいいかもしれないですね。芝生で楽しむ人々の姿も上から見ることができます。音楽に合わせて踊っている方たちもいます。こちらの公園かなり綺麗で観光客も少なくて結構穴場だと思うので、ホーチミンに行った時はぜひ行ってみてください。公園も満喫できたので、またバイクに乗ってドンコイ通りの方まで戻ります。夜もすごい交通量です。ライトアップされた街並みが綺麗ですね。バイクで市民劇場の前まで戻ってきました。ライトアップされていてとっても綺麗です。
市民劇場の正面にある通りが高級店が立ち並ぶドンコイ通りでして、奥にはルイ・ヴィトンも見えます。ドンコイ通りと並行して伸びているグエンフエ通りは昼よりも人が多く活気があって、歩いているだけで楽しいです。あちこちでライトアップされているので、街全体がキラキラしていてとても綺麗です。銅像のホーチミンさんとも再会しました。相変わらず勇ましい姿で立っていますね。ホーチミン人民委員会庁舎もライトアップされると彫刻の美しさが際立って幻想的ですごく美しいですね。ホーチミンさんが独立に導いたベトナムは急速に発展して今や大都会になっています。今日はそんなベトナムのエネルギーをたくさん感じることができました。最後にホテルまでの帰り道の途中にあった屋台でご飯を食べます。今回注文したのはブティットヌオンとサイゴンビールです。ブティットヌオンはベトナム南部の料理で、米麺の上に焼いた豚肉と揚げ春巻きが乗った料理です。バインセオでも出たヌクチャムという甘辛いソースと一緒に食べます。またサイゴンビールはベトナム最大のビールメーカーによる人気のビールです。ビールは結構ぬるくなってて残念だったんですけど、癖がなくあっさりしていて飲みやすかったです。春巻きは皮がパリッパリで、中には豚ひき肉やキクラゲ、春雨が入っていてとっても美味しいです。ただ屋台のおばちゃんの髪の毛と思われるものが春巻きの中に埋まっていて取るのが大変でした。衛生面を気にされる方はあまりこういうところで食べない方がいいかもしれませんね。豚肉も甘じょっぱい味がしっかりついていて香ばしく焼かれています。麺の下には野菜がたくさん入ってるんですけど、野菜も麺も豚肉も春巻きもヌクチャムの甘辛くて少し酸っぱいソースと絶妙に合ってるんですよね。一つのお皿の中にいろんなのが入っていて、一つ一つが美味しくて全てが調和している素晴らしい味でした。ベトナムに着いてから食べたものの中で一番美味しかったです。最初に屋台の全体の様子を撮るのを忘れてたんですけど、雰囲気はこんな感じでした。さて、ベトナム旅行3日目はホーチミン発着の日帰りツアーに参加します。今回のツアーではベトナム戦争激戦地であるクチトンネルと大自然が広がるメコンデルタに行きます。まずはツアーバスで2時間くらいかけてクチトンネルがあるクチという町に向かいます。場所でいうとクチはホーチミン中心部から70キロくらい離れたところにあります。今回参加したツアーは英語のガイド付きとなっていて、アメリカ人の方がガイドしてくれます。本当は日本語のツアーが良かったんですけど、日本語のツアーは英語のと比べて2倍近く料金が高かったので、安さを優先して英語のツアーにしました。ツアーメンバーはインド人、イギリス人、ポーランド人、イタリア人、トルコ人など世界中の方々が集まっていて、日本人は私一人だけでした。英語のツアーは英語ができない人にとってガイドさんの説明がわからないのは残念なんですけど、普段出会えないような国籍の人たちと出会えるので、それもそれで楽しいと思います。途中で20分くらい休憩がありました。休憩所ではベトナムの伝統工芸である卵の殻を使った漆絵が作られている様子を見ることができました。こちらの白い部分が卵の殻で作られているんですけど、一つ一つが綺麗に並べられていて、すごく細かい作業が必要なんだろうなと思います。卵の殻を板に貼り付けた後は、このように水とヤスリを使って表面を磨くみたいです。アートが作られる現場ってなかなか見る機会がないので、見ていて面白かったです。さらに奥にはベトナムの伝統工芸が売られているお店がありました。360度ピッカピカの漆絵に囲まれる感じになってるんですけど、どれも綺麗で圧倒されました。こうやってお店を見た後にバスで降りた場所に戻ったら、自分が乗っていたバスもガイドさんも見つからなくて、ここで一人取り残されたらどうしようと思ってめちゃくちゃ焦りました。でもすごく運がいいことに、ツアーメンバーに日本語を話せるインド人の方がいて、その方が私に日本語で話しかけてくれたんですよね。その方のおかげで無事自分が乗っていたバスを見つけることができました。これは本当にありがたかったです。しかもツアーメンバーに日本人が自分だけだったので、日本語で話せる人がいてすごく嬉しかったですし、心強かったです。その方はガイドさんの説明の翻訳もしてくださいました。そしてクチに到着しました。クチはベトナム戦争中、ベトコンという組織の拠点だった場所です。
ベトコンは南ベトナムで結成された反政府・反米組織で北ベトナムの味方でした。クチでは主にアメリカ軍対ベトコンの戦いが行われていて、両者は象とアリの戦いと揶揄されるくらい経済力や軍事力に圧倒的な差がありました。しかしベトコンの策略によりアメリカはかなり苦戦して最終的には撤退することになります。ベトナム戦争はアメリカが唯一負けた戦争とも言われていて、アリが象を倒したとも言えるわけなんですね。クチではそんなベトナム戦争においてベトコンがいかに戦い抜いてきたかを知ることができます。アメリカ軍に真っ向勝負しても勝ち目がないベトコンにとって、クチはジャングルが生い茂っていて、知事に隠れて奇襲攻撃できるので都合のいい場所でした。さらにベトコンは地下にトンネルを掘って生活し、トンネルに隠れて自分たちの身を守りながら奇襲攻撃を繰り返すことでアメリカ軍と戦っていました。そしてそのトンネルがクチトンネルと呼ばれていて、今こちらに見える穴がクチトンネルの入り口です。このびっくりするほど小さい入り口は小柄なベトナム人に合わせて作られています。ベトナム人男性の平均身長は164センチで、アメリカ人男性の平均身長は178センチなので20センチ以上差があるんですよね。なのでその体格差を生かしてアメリカ軍が簡単には入れないようになっています。この入り口には観光客も入れるので私も入ってみました。まず足から入ります。その後入り口がわからなくなるように蓋の上に落ち葉を乗せます。そしてゆっくり鏡ながら蓋を閉めます。やばい、めっちゃ枯葉が落ちてくる。蓋を閉めるとこんな感じで落ち葉によって入り口がわからないようになっています。すごい仕掛けですよね。トンネルの中は狭くて真っ暗でした。戦争中よくこんなところで戦っていたなぁと思います。この入り口からはトンネルの中を通ることはできないんですけど、後ほど観光用に拡張されたトンネルの中を通ります。こちらの穴もトンネルの入り口なんですけど、アメリカ軍が入り口を破壊するために爆弾を投げたので、元の大きさよりも大きくなっています。今は周りに柵があって入れないようになってるんですけど、この柵が設けられたのはつい最近だそうです。というのも、この旅行をした時から1ヶ月前にアメリカ人の観光客が40メートルほど奥まで行って出れなくなってしまったことがあるらしいです。そして機械を使って救出しようとしたんですけど、幸い機械を使わずに半日かけて救出できたそうです。他にも毒蛇がいたり不発弾が残ってたりして危険なので、ベトナム政府が安全のために観光用に整備されたトンネル以外は入れないようにしたとのことでした。こちらはベトコンの姿を再現したマネキンです。ベトコンはこのように白黒のチェックのスカーフを巻いて頭には帽子をかぶるという格好をしていました。実はこれはベトナムの農民と同じ格好なんです。農民の格好をすることでアメリカ軍に民間人だと思わせて突然攻撃するといったことができたわけです。ただそのせいで民間人と兵士の見分けがつかなくなってしまったので、結果的に民間人も攻撃されるようになってしまいました。アメリカ軍からしたら民間人か兵士どっちなんだと思ってる間に攻撃される可能性もあるので、その前に自分から即座に攻撃するしかなかったんですよね。あとこちらは女性のマネキンなんですけど、ベトナムでは戦争が来たら女性も戦わなければならないというスローガンがあったらしく、女性兵士が1万人以上いたそうです。女性兵士は看護師が一番多く、その他にも戦闘員やスパイ、事務員など様々な役割を担っていて、戦争に大きく貢献したそうです。しかもそのほとんどが志願兵だったそうで、男女関係なくみんなで戦っていくんだという思いが強かったことがわかります。こちらの土が盛り上がっているところにはトンネルの空気穴があります。この時ガイドさんの話を聞き取れずちゃんと映せなくて申し訳ないんですけど、おそらくここら辺に穴があるんだと思います。この空気穴はトンネルの中に酸素を取り込んで中の人が呼吸できるように設置されていました。アメリカ軍に見つからないようにアリ塚に似せて作られているんですけど、アメリカ軍に見つかった時は穴から毒ガスや爆弾を入れられて1000人以上のベトナム人が亡くなったそうです。あとこちらではガイドさんが自身の悲しい体験について話してくれました。
ガイドさんは昔、学校の遠足で口トンネルに来たことがあるそうです。その時はベトナム戦争は終わっていましたが、同級生と一緒にトンネルの中に入ると、戦争中にアメリカ軍が仕掛けた不発弾が爆発したそうです。そしてガイドさんは体に大やけどを負って7人の同級生が亡くなったそうです。私はこの話を聞いて、ガイドさんが生き残っていてよかったと思ったと同時に、戦争が終わり、戦争に全く関係ない子供でも不発弾によって命を落とすことがあったのは本当に悲しいと思いました。そんな辛い過去を話してくれたガイドさんに感謝したいと思います。こちらはアメリカ軍が実際に使っていた戦車で、地雷によって破壊されたものです。戦車の上に登ることもできます。こちらはベトコンが仕掛けた罠です。ご覧の通り落とし穴になっていて、中には竹を尖らせて作った針が刺さっています。この芝生の状態だと落とし穴だと分かりやすいんですけど、戦争中はジャングルの中に隠されていたので、なかなか気づけないです。罠は他にもいろんなパターンがあって、それがこちらに並んでいます。これらの罠は敵を殺さない程度に怪我させる目的で作られています。実は怪我をさせることは、ただ殺すよりも多くのダメージを与えることができます。例えば仲間が死んでしまったらそこで終わりですけど、生きている場合助けが必要になるので足手まといになってしまいます。さらに助けに来た仲間が集まると攻撃されるリスクも高まります。なので負傷者が1人出ると複数人の死者を生むこともあるわけです。あとは爆発させるのと比べて爆弾の補充が不要なことや、罠に引っかかった兵士の武器を略奪できるというメリットもありました。このような罠は結構効果があって、アメリカ軍の死亡者のうち 11%、さらに負傷者のうち 27% がこれらの罠によるものだったそうです。仕掛けられている針をよく見ると、一度刺さると抜けにくいように先端に返しがついています。さらに効果を高めるために針にサソリの毒を塗ったり、穴の中に数十匹のサソリを閉じ込めたりもしたそうです。罠一つとってもいろんな工夫がされていたことがわかります。こちらはドアを開けると体に針が突き刺さる罠ですね。本当にバリエーション豊富です。こちらではベトコンが戦場から集めた不発弾を解体している様子が再現されています。これは中にある火薬を取り出して再利用するために爆弾の外側をノコギリで切るという作業ですね。これは世界で一番危険な仕事の一つと言われていて、切る位置が少しでもずれると爆発してしまうそうです。また、切る時の摩擦による熱で爆発しないように水を使いながら1ヶ月かけてゆっくり切るんだそうです。なのでただ危険なだけでなく、すごく時間のかかる作業なんですね。ここではトンネルがどう掘られたかについてガイドさんが説明してくれました。多分この穴は新しいトンネルを掘り始める時のスタート地点となった穴だと思います。トンネルはなんと機械を使わずに人力のみで掘られました。トンネルを掘る作業はチームで行われていて、2人が土を掘り出して、別の2人が取り出した土を別の場所に運ぶという体制だったそうです。掘り出した土はアメリカ軍にトンネルを作っていることがバレないように川に捨てられることが多かったそうです。トンネルは複数の箇所から並行して掘り始めて、それぞれで掘ったトンネルが同じ場所でつながるまで掘り続けたとのことでした。トンネルを100メートル掘るのに3週間くらいかかったそうです。こちらはベトコンが使っていたサンダルです。このサンダルにもすごい知恵を感じることができます。まずサンダルは廃棄されたタイヤで作られています。タイヤをリサイクルすることで物資が少ない中でもサンダルを作ることができました。しかもタイヤだったらゴム製なので走りやすく、雨にも耐えられますし、怪我もしにくいです。さらにこのサンダルは足跡が逆向きにつくように作られています。足跡が逆向きにつくことでアメリカ軍が行方を追おうとすればするほど実際にいる場所から遠ざかっていくわけですね。物資がない中でベトコンがいかに創意工夫をして戦っていたかがわかりますよね。本当にすごいなと思いました。こちらには B52 という爆撃機による非常に強力な爆弾が落とされた跡があります。その爆弾でこの付近にいた100人以上のベトナム人が亡くなっただけでなく、その1キロ以内に住んでいた人も衝撃波によって亡くなった人が多かったそうです。そして今でも毎年祈りを捧げる人が集まるとのことでした。
この場所は今はジャングルが戻りつつありますが、爆弾が落とされた当時はまるで月面のクレーターのように生命の影が全く感じられない景色になっていたそうです。こちらは観光客用に拡張されたトンネルで中を通ることができます。中に入るとトンネルが土でできているとは思えないくらいしっかりしていることがわかります。実はここまで安定したトンネルを作れたのは朽地の気候と地質の恩恵がありました。朽地の土は鉄分が豊富で粘土のような性質を持っていて、水に濡れると柔らかくなり、乾燥するとコンクリートのように硬くなります。ベトナムには雨季と乾季があるので、雨季の土が柔らかい時期にトンネルを掘って乾季に乾燥させることで爆撃にも耐えられるような安定したトンネルを作ることができました。なので朽地はトンネルに適した気候と地質両方を持ち合わせていたんですね。ここは結構広い空間になっていますが、本当のトンネルはこの下から始まります。ゆっくりトンネルの奥に入っていきます。中はこんな感じでしゃがみながらでないと進めないようになっています。一歩一歩歩くのが結構大変でした。戦争中はもっと狭くて歩幅前進でしか進めないところも多かったそうです。トンネルの中はジグザグになってるんですけど、これはアメリカ軍がベトコンを追って入ってきた時に鉄砲で撃ちづらくしたり、爆弾の効果を弱めたりするためだそうです。実際アメリカ軍は小柄な兵士を集めてトンネルに潜入していたことがありました。当時は暗闇の中でいつ敵と出会うかわからないですし、毒蛇やサソリ、ムカデとかもたくさんいました。なのでトンネルの中にいるのはベトコンはもちろん、アメリカ軍にとっても精神的にも肉体的にもかなりきつかったそうです。今回のツアーでは回らなかったんですけど、トンネルの中には台所や作戦会議室、救護室などもありました。なので単なる避難所ではなくて、ちゃんとした居住空間として作られていたんですよね。ただトンネルの中は日光がないですし、暑くて湿気が多く、衛生状態も劣悪だったので、トンネルに住む人の多くはマラリアや皮膚病、骨の疾患など様々な病気に苦しめられていたそうです。そのような環境下では、トンネルの中で生まれた赤ちゃんも半数以上は日光を一度も浴びることなく亡くなってしまったそうです。私がトンネルの中にいたのはたった5分なんですけど、随分長く感じました。外に出られた時の開放感は半端なかったです。こちらはトンネルの構造を簡略化した模型です。トンネルは3階建てで、一番上の階は地上から3メートルの深さにあります。これを見ると構造に関しても様々な工夫が凝らされていることがわかります。例えばこちらは避難用のシェルターなんですけど、空爆の影響を小さくするために三角形になっています。こちらには敵が侵入した時のための罠が仕掛けられています。こちらは食べ物を調理する時に出た煙を溜めておく部屋です。煙を一気に出すとアメリカ軍に見つかってしまうので、煙を部屋に溜めて目立たないように少しずつ煙が出るようになっています。あとはトンネルの外に向けて奇襲攻撃するための穴があったり、緊急時に川に脱出できるような出口も用意されています。どれも抜かりがなく、本当によく考えて作られていますよね。あと、朽地トンネルとは直接関係ないんですけど、ガイドさんが日本がベトナムを支配していた時の話をしていました。日本は1940年から1945年にかけてベトナムを支配していて、日本軍はベトナム人から食料を強制徴収していました。そんな中、北ベトナムを中心に大飢饉が起こり、6ヶ月で200万人の人々が餓死したと言われています。この大飢饉の原因については真相がちゃんと分かっているわけではありません。餓死したのは200万人じゃなくて40万人だとか、天候不順など複合的な原因が重なって起きたのであって、一概に日本軍のせいとは言えないという説もあります。ただ、過去に日本が支配していたことや食料を強制徴収したこと、その時期に大飢饉が発生していたという事実は、日本人として心に留めたいと思いました。さらに、ベトナム戦争でアメリカを支援した国についても話していました。実はアメリカはイギリスに支援を要請していたんですけど、イギリスは応じなかったそうです。
なのでアメリカはオーストラリアとニュージーランドにも支援を要請して、それらの国は要請に応じたそうです。そしてその支援部隊によって2年で60万人以上のベトナム人が亡くなったそうです。このベトナム戦争でアメリカを支援した事実は今のベトナムへの入国条件にも反映されています。アメリカからの要請に応じなかったイギリスは45日以内の滞在であればビザが不要な一方で、オーストラリアとニュージーランドはたった1日の滞在でもビザが必要だとのことです。私はこの話を聞いて、日本も支配したり食料を強制徴収した過去があるのに、ビザなしでベトナムに行けるのはとてもありがたいことだと思いました。ちなみにベトナムとは関係ない話になるんですけど、ツアーメンバーのインド人の方は自分が日本人だったらパスポートを使いまくって海外のいろんなところに行きたいとおっしゃっていました。インド人が海外旅行をする場合はビザが必要なことが多く、いろいろな手続きに時間がかかるそうです。そこで日本のパスポートについて調べてみたところ、日本はビザなしで行ける国の数が世界で一番多く、日本のパスポートは世界最強なんだそうです。なので日本は国際的に信用度が高く、日本人であるだけで海外旅行をする上で大きなメリットなんだと思いました。そんな感じでいろいろ見たわけなんですが、軍事力最強のアメリカがいてでも工夫を凝らせばこんな戦い方ができるんだと思って、ベトナム人の知恵と不屈の精神は本当に素晴らしいなと思いました。戦争の勝ち負けって軍事力の強さだけで決まるんじゃないんだって感じますね。口ではいい意味で戦争の重々しい雰囲気を感じることはあまりなかったです。むしろトンネルの中に入って楽しんだり、射撃場みたいな娯楽施設もあったりして和気あいあいとした雰囲気でした。ベトナム戦争小石博物館で日本人カメラマンが戦後の口トンネルを見て、危機としてトンネルに入る観光客を見て平和を感じたという文章があったんですけど、つい50年前までここが激戦地だったことを考えると本当に平和になったんだなと私も実感しました。そして口トンネルを見終わった後は豪華なベトナム料理をいただきました。ツアーメンバーと話しながら食べていたのであまり撮影できなかったんですけど、どれも超美味しくて料理の種類が豊富でボリュームもあってお腹いっぱい食べられました。口を見終わった後はバスで2時間かけてメコンデルタがあるミトーという町に行きます。メコンデルタでは南国の自然を満喫でき、ジャングルクルーズなどベトナムならではの冒険を体験できるので楽しみです。そしてミトーに到着です。ミトーはホーチミンから70キロほど離れたところにあるメコンデルタの入り口です。そもそもメコンデルタとはメコン川によって運ばれてきた土砂が積み重なってできた地形、つまり三角州のことを言います。メコン川は中国を起点に6カ国を流れる東南アジアで一番長い川で、長さは 4300km もあります。これは日本列島の南北の長さの 1.4 倍もあるのでめちゃくちゃ長いですよね。メコンデルタはそんな長い川の終着点として大量の土砂が積み重なってできたわけです。メコンデルタの面積も九州の 1.1 倍あってかなり広いです。そんなメコンデルタはベトナムの農業や水産業においてとても大切な地域となっています。ベトナム全体の生産量のうちメコンデルタが占める割合はご覧の通りで、メコンデルタがいかに重要な地域かがわかりますね。日本のスーパーでもよくベトナム産の果物を見ますが、それもメコンデルタで採れたものかもしれません。今からこちらのボートでメコン川を渡り、トイソン島という島に向かいます。今いるミ島周辺には4つの中州状の島があって、ベトナムで縁起がいいとされている動物の名前がそれぞれについています。今から行くトイソン島もその一つで、4つの中では一番大きい島ですね。ボートの中はこんな感じでメコン川の波に揺られながらゆっくり進んでいきます。進行方向の右側にはラックミエウ橋という橋が見えます。ベトナムは日本やオーストラリアから支援を受けて作られた橋が多いんですけど、このラックミエウ橋はベトナムが初めて海外から支援を受けずに作られた橋です。さらにラックミエウ橋の奥 200km 近く先にはカンボジアがあります。今渡っているメコン川もカンボジアを通っていて、川がカンボジアとベトナムの国境を越えたところからがメコンデルタと呼ばれています。そしてトイソン島に着きました。
トイソン島では蜂蜜農園でお茶をします。こちらにミツバチの巣箱を持ったお兄さんが立っていますが、メコンデルタではミツバチの飼育も盛んに行われています。ミツバチを飼育することで天然の蜂蜜が取れるだけでなく、受粉が増えるので農作物もたくさん取れるようになり、生態系にいい影響をもたらします。このミツバチが群がった巣箱に溜まった蜂蜜は観光客も味見できます。ちょっと怖いですけど、ミツバチはおとなしい性格なので、危害を加えない限り刺されることはめったにないそうです。巣箱の蜂蜜を直接いただくのはなかなかできない体験ですよね。せっかくなので私もやってみました。甘い。その後は現地の方が飲み物を作ってくれました。まず蜂蜜が入ったコップに花粉の塊を入れています。これはミツバチが自分の体についた花粉を集めて蜜で固めたもので、様々な栄養素が含まれています。さらにライムを絞って入れます。そして最後にお茶を注ぎます。この小さいコップの中に蜂蜜、花粉、ライム、お茶というメコンデルタの自然の恵みがたっぷり詰まっています。蜂蜜の甘さとライムの爽やかさが効いていて美味しかったです。他にもナッツや乾燥したバナナで作られたお菓子もあって、どれも素朴な味がしました。お茶した後は蛇に触る体験ができたので、恐る恐るやってみました。こちらはニシキヘビというヘビで毒はありません。このヘビは表面が滑らかで重みがあって、すごい筋肉質で力強い感触がありました。ヘビの動きを間近で見るのは恐怖と気持ち悪さが入り混じった感覚でしたね。続いてまたボートに乗って移動します。次に向かうのはタンタック村というところです。ボートで進んでいくと両側に島が見えます。それらの島の近くには川の上で生活している人たちがいるそうです。川の上で生活する人にも2種類いて、船で暮らす人と川の上に建てた家で暮らす人がいます。船で暮らす人の多くはずっとそこで暮らすのではなく、大体は陸地に家を持っています。商売するために船に果物や野菜を積んで川にやってきて、そこで1週間程度生活して売り切れたら陸地の家に帰るというのを繰り返します。一方、川の上に建てた家で暮らす人は魚の養殖が目的の人もいれば、陸地に住むお金がなくて仕方なく川の上に家を建てたというケースもあります。そしてメコンデルタでは朝5時頃になると、ボートに乗った商人たちが川を行き来して商売を行う水上マーケットが開かれます。メコン川で暮らす人の中には、水上マーケットで観光客に物を売ることで生計を立てている人も多くいるそうです。今回のツアーでは見ることができなかったんですけど、水上マーケットを楽しめるツアーもあるそうなので、興味のある方は見てみてください。さらにガイドさんが教えてくれたんですが、こちらの右側にある島、奮闘には変わった宗教のお寺があります。その宗教とはココナッツ教です。ココナッツ教ではココナッツしか食べてはいけません。ココナッツだけを食べることで世界平和を目指すんです。そんなぶっ飛んだ宗教ですが、信者はなんと最盛期で4000人もいたそうです。というのも、ココナッツ教が設立されたのは1963年で、その2年後にはベトナム戦争が始まっています。その中でココナッツ教のお寺が建てられた奮闘では軍事活動が許されていなかったので、戦争から逃れたい人たちが集まったんだそうです。その教祖もすごいぶっ飛んでいて、彼はメコンデルタで生まれ9人の妻を持ち、年に一度しかお風呂に入らず、さらには南ベトナムの大統領選挙にも出馬しています。その教祖は1990年に亡くなって、それと同時にココナッツ教もなくなりました。今でも奮闘にココナッツ教のお寺が残っていて、そこには9人の妻を象徴する9本の竜の柱が立っています。今回のツアーでは寄りませんでしたが、興味のある方は寄ってみてください。そしてタンタック村に着きました。ここで小さい手漕ぎのボートに乗り換えます。今こうしてメコン川を通ってきたんですけど、ここからはこちらにある細い水路を通っていきます。ここからは待ちに待ったジャングルクルーズが始まります。
さんのヤシの木がずらーっと並んでいて、これが本物のジャングルかと思いますね。ここで生えているヤシの木はニッパヤシといって、ベトナム以外にもインド、マレーシアなど熱帯の地域で見られます。日本だと沖縄県にあるそうなんですが、日本の絶滅危惧種に指定されているくらい少ないそうです。メコン川は茶色く濁っていますが、これは決して汚れているわけではありません。茶色い理由は川の中に細かい土砂が浮かんでいるためです。この細かい土砂には栄養がたくさん詰まっていて、水中の微生物や魚の食料になります。そしてその土砂が積み重なることで農業に適した非常に肥沃な土壌ができます。なのでメコン川の茶色は健康的な証拠で、茶色いからこそ農業も水産業も栄えているというわけなんですね。メコン川をクルーズするにしても汚いなと思いながらクルーズするのは気持ちよくないと思うので、このことを知るだけでも随分気持ちよく楽しめると思います。ここで帽子をもらったのでかぶってみました。こちらはノンラーというベトナムの伝統的な帽子で、ヤシの木の葉っぱで作られています。ノンラーは蒸れにくく耐久性があり、日よけはもちろん小雨程度なら雨も避けることができます。ノンラーをかぶるとさらにベトナムらしい雰囲気が感じられます。ヤシの木のおかげで建物がほとんど見えないので、目に映るものほぼ全てが自然なんですよね。この辺りでは大きなヤシの木が両側から私たちに覆いかぶさるかのように生えていて、迫力がありますよね。そんな風景の中でゆったりと流れる時間が最高に心地よくて、ずっと続いてほしいと思ってしまいました。メコンデルタはベトナム戦争が行われた場所の一つでもあって、ベトナム戦争小石博物館でもメコンデルタの写真をたくさん見ましたが、今はすっかりのどかな風景となっています。そしてあっという間に終点に着いてしまいました。ボートを降りると今度は果樹園に案内していただきました。こちらではもぎたての旬の果物を食べることができます。奥からグアバ、スイカ、マンゴー、パラミツ、ドラゴンフルーツです。グアバ、パラミツ、ドラゴンフルーツは日本だとあまり馴染みがないと思うんですけど、外側はこんな見た目をしています。さらにこちらでは民謡を聞くことができるんですが、まずはベトナムの民族楽器を紹介します。こちらはアコースティックギターです。フランスによる植民地時代にフランス文化が伝わってギターが使われるようになり、その後ベトナム独自の発展をしました。普通のギターは弦が6本なんですけど、こちらのギターは5本しかなく、普通のギターよりも音色が低いそうです。こちらは弦が2本ある梅の花の形をした楽器で、お祭りの時によく使われます。こちらは弦が2本あり、バイオリンのように弓を使って演奏する楽器です。哀愁漂う音色が出るので、家族を離れて働きに出た男性が夜中に家族を思いながらこの楽器を演奏することが多いそうです。こちらは弦が1本しかない琴で、盲目の音楽家が演奏してきたという歴史があります。弦が1本しかないなら簡単に弾けそうと思われるかもしれませんが、実際はかなり練習しないと弾けるようにならないそうです。そして演奏が始まりました。今演奏しているのはドンカータイトゥーというベトナム南部の伝統的な民謡です。ドンカータイトゥーは19世紀終わり頃にベトナム南部に広まりました。プロの音楽家が演奏するというよりは、農民が農作業の終わりに娯楽として演奏することが多いそうです。また原曲をそのまま歌うのではなく、その時の気分で替え歌にしてしまうという特徴があるそうです。ドンカータイトゥーはユネスコ無形文化遺産にも登録されています。
素晴らしい演奏でしたね。日本の歌もベトナム風にアレンジして演奏してくださってとても楽しかったです。メコンデルタではチョコレートの原料であるカカオの栽培も盛んで、こちらにはカカオ豆が置いてありました。メコンデルタ産のチョコレートはフルーティーな酸味と濃厚な味わいが特徴で、高級チョコレートとしても販売されています。続いて車に乗ってココナッツキャンディー工場に移動します。車に窓がないので音も風もそのまま感じることができます。普段なかなかこういうタイプの車に乗らないので、異国を冒険してる感じがして楽しかったです。車から降りて、ここからは徒歩で移動します。こちらの道も大きな果実が実っていたり、大きな葉っぱが生い茂っていたりと、熱帯地方らしい風景ですね。あと鶏やアヒルなど動物も結構いました。そしてココナッツキャンディー工場に着きました。そもそもココナッツキャンディーとはメコンデルタ発祥の伝統的なお菓子で、こんな感じのものです。こちらの工場ではココナッツキャンディーが作られる工程を知ることができます。まずココナッツは訓練された猿に取らせることで効率よく手に入れているのだそうです。ココナッツの外側の分厚い皮はこのように床に固定されたナイフのようなものにココナッツを刺して剥きます。手際よくやってますけど、慣れてない人がいると結構危なそうですよね。ココナッツは内側にも硬い皮があるので、今度はハンマーのような道具で叩き割ります。すると中にあるココナッツウォーターがブシャーっと出ます。ココナッツの外側の皮と内側の皮の間には繊維の層があります。ココナッツの繊維は強くて弾力があるので、このようなマットやロープ、たわしなどに使われたり、工場でマイクロファイバーに加工して衣服に使われたりするそうです。繊維を取った皮は手芸に使われたり、燃焼効率がいいのでバーベキューなどの燃料として使われたりもします。ココナッツ一つとっても飲食以外にもいろんな用途に生かされてるんですね。次に果肉を粉砕機に入れて粉々にします。そしたらその粉を集めてこちらの機械に入れます。すると粉がぎゅーっと絞られてココナッツミルクが抽出されます。こちらが搾りかすなんですけど、搾りかすは牛や豚、鶏などの家畜の餌として使われます。その後の工程は直接見ることができなかったんですけど、抽出したココナッツミルクをこのように大きな鍋で混ぜながら弱火でじっくりと加熱します。加熱することでトロトロになって濃厚なキャラメルになっていきます。ここで加熱するときもこちらにココナッツの皮を入れて燃やしているそうです。その後はこのように細長い形にして乾燥させて、乾燥したら一口サイズに切ります。一口サイズに切ったらキャンディーが包装紙にくっつかないようにオブラートで包んで、さらに包装紙で包んで箱に入れたら完成です。こちらでは作りたてのキャンディーをいただきました。作りたてだったので温かくてココナッツの優しい甘みが感じられて美味しかったです。他にもいろんな種類のキャンディーが用意されていて、ピーナッツ入りのものやチョコレート味、コーヒー味、ドリアン味もありました。ガイドさんが一番おすすめしていたのがパンダンリーフという熱帯地方の植物が入ったキャンディーです。パンダンリーフは緑の色素があるので、こちらの画像のようにキャンディーも緑色になります。私はこの時パンダンリーフが何かわからずチョコレート味を選んでしまったんですが、パンダンリーフも食べておけばよかったなと後悔しています。ココナッツキャンディーとは関係ないんですが、こちらには蛇が漬け込まれたお酒がありました。ここに漬け込まれているのはコブラという毒蛇なんですけど、毒はアルコールによって中和されるので人間が飲んでも問題ないそうです。むしろ様々な健康効果があるとされていて、東南アジアを中心に飲まれています。時には人間を死に至らせる毒蛇も使い方次第で健康になれるのは面白いですよね。せっかくなので勇気を出して飲んでみることにしました。
ちなみにアルコール度数は 30% です。味は日本酒のような感じですっきりしていて意外と飲みやすかったです。Strong. Yeah, it is. ヘビ特有の匂いみたいなのは特に感じず、普通に美味しかったですね。ココナッツキャンディー工場を楽しんだ後はボートに乗って帰ります。ボートの中ではココナッツもいただきました。ココナッツの実に直接ストローを刺して飲めるのは南国ならではですよね。ほのかに甘くてさっぱりしていて美味しかったです。メコン川は夕日に照らされて駅とはまた違った風景になっています。ボートの中はカラオケで盛り上がっていました。ボートから降りたらバスに乗り換えてホーチミン中心部に戻ります。今回のツアーでは口トンネルも含め一日を通していろんな体験をしてたくさん学び、たくさん味わい、たくさん楽しめました。ガイドさんがすごく優しくて面白い人で最高でしたし、ツアーメンバーと出会えたのも良かったです。今後も忘れられないような本当に素晴らしいツアーでした。ホーチミン中心部に戻った後は疲れ切っていたのでホテルで2時間くらい寝ました。そして目が覚めたら22時になっていたんですが、お腹が空いたのでこれからご飯を食べに行きたいと思います。実は今日は12月31日でホーチミンで年越しイベントが行われるので交通量がいつも以上に多く騒がしくなっています。私もご飯を食べ終わったら年越しイベントに参加したいと思います。そして今回は統一街道の近くにあるこちらのレストランに入ることにしました。店内は綺麗で広くとても快適です。今回頼んだのはシーフードがたっぷり入ったキャッサバ麺炒めです。キャッサバ麺はベトナムでよく食べられる麺でタピオカと同じ原料で作られているのでもちもちしているのが特徴です。米粉で作られた麺と違ってタピオカに通ずる歯ごたえがあります。さらに麺の上にはシャキシャキの野菜とシーフードが大量に乗っています。ベトナムは野菜もシーフードも新鮮で美味しいんですよね。特にこのお店はシーフードが売りでエビやイカなど一つ一つが大きくプリップリでめちゃくちゃ美味しかったです。お店の奥に水槽がたくさんあって、おそらくここからシーフードを取っているからこそ新鮮なんじゃないかなと思います。店員さんも気さくで優しくてすごく居心地がいいです。ただ量がかなり多くて食べ終えるのに1時間以上かかってしまいました。そしてこれから年越しイベントを見に行きます。現在23時20分、年越しまであと40分です。年越しというと寒い時期に行うイメージがありますが、ホーチミンでは12月でも暑く、今日の最低気温は26度となっています。なので今半袖で来てるんですけど、日本とは違って暑い年越しになりそうです。そしてベトナムはバイク大国ということで普段からバイクが多いんですけど、大晦日の今日は特別多いです。横断歩道を渡るのもいつも以上に大変です。こちらではバイクがバイクショップ並みにびっしりと並んでいます。これすごくないですか？バイクがずっと奥まで並んでるんですよね。そして街のシンボルであるホーチミンさんの銅像の前に来ました。すごい多くの人が座っています。こちらの正面に伸びているのがグエンフエ通りという大きな通りで、今は歩行者天国になっています。そしてグエンフエ通りをずっとまっすぐ行くとサイゴン川があるんですけど、その周辺でこの後の0時から15分間花火が打ち上げられるそうです。なので花火を近くで見るためにグエンフエ通りを通ってサイゴン川近くまで歩いていきたいと思います。今ホーチミンさんの銅像から少し奥まで進んだんですけど、想像以上に人が多くてびっくりしています。調べてみると今グエンフエ通りでエンテラカウントダウンという音楽フェスティバルが開催されているみたいです。ベトナムで人気のアーティストが何組も出演するそうで、中には YouTube のチャンネル登録者数が100万人を超えるようなアーティストも複数います。しかも入場無料なので、そりゃこれだけ混むわけですね。ステージはだいぶ奥にありそうです。グエンフエ通りの真ん中は観客で埋め尽くされていますが、両脇の道路は空いているのでサクサク奥へ行きます。ホーチミンさんの銅像から300メートルほど奥まで来ました。こちらの一番奥にライブが行われているステージがあるみたいです。
グエンフエ通りの長さは800メートルあるんですけど、通り全体にこれだけの人がいると考えるととんでもない規模ですね。奥に進むにつれて人口密度もどんどん高くなっていきます。前に進むのが難しくなってきました。めげずに進んでいくとやっとステージが見えました。もうここが限界なので、これ以上前に進むのを諦めます。こちらのフェスではテクノロジーと音楽の融合を掲げていて、大都市ホーチミンにふさわしい豪華なステージになっていますね。会場は熱気に包まれています。そして年越しの瞬間が迫ってきました。無事年が変わって花火が打ち上がったんですが、ちょうど木と被っていてほとんど見えません。ここまで人混みをかき分けて頑張ってたどり着いたわけですが、下手に奥まで進まない方が花火を楽しめたんじゃないかと思います。ベトナムでの年越しを楽しみにしていただけにとても悲しいです。なんか木に登っている人がいますね。街中で木に登る人を初めて見ました。なかなか面白い光景です。今会場の盛り上がりにつられて盛り上がっている気持ちと、花火が思うように見れない絶望感が入り混じった複雑な気持ちです。しばらくすると花火が見えなくなったんですが、よく見ると左奥でも花火が打ち上げられていることに気づきました。さっきは木と被っていただけだったので多少は見れましたが、今度は建物と被っていて花火の煙しか見えないので、さらに絶望的です。急いで花火が見えるところまで移動します。みんなが花火が見えるところに行こうとすごい勢いで走って行ってます。私も頑張る。周りにいたベトナム人たちも我先にと走っています。ここまで多くのランナーでもない一般人が街中で走る光景はなかなかないのではないでしょうか。私も走ってちゃんと花火が見えるところに行きたいと思います。そしてついに限界が近づいてきたようです。かなりぎゅうぎゅうになっていて、これ以上は前に進めなそうです。頑張ってここまで来ましたが、花火はあまり見えませんね。しばらくもみくちゃにされていると、少しだけ見やすい位置に移動できました。でも私がイメージしていたのはサイゴン川近くで視界を遮るものがほとんどなく、目の前一面に花火が見えるような景色だったので、そのイメージとはかけ離れた結果になってしまいました。すべては自分の計画性のなさが原因です。花火を近くで見たいならもっと早く来るべきでした。ホテルで休みすぎてしまったことと、レストランで何気なく注文したご飯の量が多く、食べ終えるのに時間がかかってしまったことが良くなかったです。それでもレストランからサイゴン川までは1キロくらいだったので、普通に歩けば間に合うと思っていましたが、ここまで多くの人が来ると思っていなかったので、ちゃんと調べておくべきでしたね。多分今後ベトナムで年を越す機会はなかなかないと思うので、本当に残念です。そんな自分が情けない、悔しいと思いながら花火を見つめています。人混みに揉まれながらも少しずつ右側に動くことができて、だいぶ見やすくなりました。ようやく純粋に花火を楽しめるようになってきました。幸運なことに最後はかなりよく見えました。とても綺麗ですね。会場も大盛り上がりでした。ここからは怒涛の帰宅ラッシュです。
花火が終わって動けるようになったのでちょっと移動してみたんですが、多分花火はここら辺で上がってたんでしょうね。でも私はあそこにいたので角度的に見づらかったわけです。ここから見れたらすごく綺麗だったんだろうなと思います。花火を見る位置があまり悪すぎましたね。花火は見れなかったんですけど、ベトナム人の年越しを大勢のベトナム人と一緒に体験できたっていうのはすごい良かったです。結構ゴミがたくさん落ちてて汚いですね。渋谷のハロウィンの後みたいな。気をつけて歩かないとコップとか踏んで滑ったりしかねないので気をつけて歩きたいと思います。ちなみに今回のフェスの来場者は5万人もいたそうです。ホテルまでの帰り道はバイクで道が埋め尽くされていてかなりカオスです。ここまでバイクが渋滞している様子を見られるのはベトナムの年越しならではだと思います。この後は0時50分にようやくホテルに着くことができました。年が明けてベトナム旅行4日目はベトナム屈指のリゾート地であるダナンに向かいます。ダナンはホーチミン、ハノイに次ぐベトナム第3の都市でベトナムの中部に位置します。今回はホーチミンからベトナム航空を利用してダナンに向かいました。ベトナム航空はベトナムの国が運営している航空会社で席が綺麗でゆったりしていてとても快適でした。機内安全ビデオではベトナム文化を随所に感じることができ見ていて面白かったです。そして11時過ぎにダナンの空港に着きました。そこからグラブという配車サービスを使って15分かけてダナン中心部にあるホテルに移動します。ホテルに到着しました。今回泊まるのはナハトリンホテルというところです。なんとこちらのホテル1泊2180円で泊まれて、今回のベトナム旅行で泊まった5つのホテルの中で一番安かったです。しかも品質面でも一番良くて2000円ちょっとの部屋とは思えないくらい清潔感があって綺麗です。バスルームもとても綺麗でした。壁が大理石でできていて高級感があります。私がベトナムで泊まったホテルはだいたいコンセントがうまく刺さらないとか Wi-Fi が弱いとか写真と違ってあまり綺麗じゃないとか何かしら残念な点があったんですが、このホテルは唯一残念な点が一つもありませんでした。窓からビーチが見えるわけではないので景色はあまり楽しめないかもしれませんが、ただ泊まる分には非常にコスパが良く満足度が高かったです。続いてホテルから歩いてドラゴンブリッジという橋に向かいます。こちらに見えるのがドラゴンブリッジです。ドラゴンブリッジはベトナムで権力や繁栄の象徴である竜が川の上を飛ぶ様子をイメージして作られていて、こちらが尻尾であちらが頭です。全長は666メートル、東京タワーの高さのちょうど2倍で世界最長の鋼鉄製ドラゴンとしてギネスに登録されています。またドラゴンブリッジの下を流れているこちらの川はハン川という川で、こちらの 5km 先に河口があり南シナ海に注ぎます。さっきよりもドラゴンブリッジに近い場所に歩いてきたんですけど、ここから見るとかなり立派な橋だなと思いますね。ドラゴンブリッジの近くには I love ダナンというオブジェもありました。そしてドラゴンブリッジの竜の尻尾の方に来ました。今から歩いて竜の頭の方に行きたいと思います。ちなみにこちらの竜の尻尾はベトナムの国花であるハスの花をイメージしたデザインになっています。鱗の部分もしっかり再現されていますね。ドラゴンブリッジは歩道に加えて車道が6車線あるのでかなり広いです。橋の真ん中に来ました。ゆったりと流れるハン川とその両側に立つビル群が見えます。そして橋を渡り終えて竜の頭の方に来ました。実はドラゴンブリッジでは竜が火を吹くというショーが土日と祝日の夜に開催されるんですけど、ちょうど今日は祝日で開催されるので夜もまた来たいと思います。ドラゴンブリッジの近くにはクリスマスツリーが飾られていました。クリスマスはもう過ぎてるんですけどね。ベトナムではここ以外にも空港やホテルなどあちこちにクリスマスツリーが飾られていました。日本ではクリスマスが過ぎると即座に撤収されてしまいますが、ベトナムではクリスマス気分をもう少し長く感じることができそうです。
ドラゴンブリッジ周辺を歩いていると DHC アリーナという観光スポットを見つけました。 DHC マリーナの見どころの一つがこちらの鯉の闘竜像です。鯉の闘竜像は頭が竜、胴体が鯉となっていて、鯉が竜に変身する様子を表しています。鯉が急流を登って竜に変身するという中国の故事に由来して作られたそうです。シンガポールのマーライオンとそっくりですよね。もう一つの見どころがこちらの愛の桟橋です。愛の桟橋にはハート型のランタンや南京錠がたくさんあり、カップルに人気のスポットだそうです。続いてバイクでビーチの近くにあるシーフードレストランに向かいます。1月のダナンはホーチミンと比べて涼しく、平均気温が22度なので長袖の人が多いですね。あとダナンはホーチミンと違って交通量が随分少ないので快適に移動できました。そしてシーフードレストランに到着しました。レストランに入ると大きな水槽がいくつも並んでいます。こちらのレストランでは水槽の中にある魚介類を選んで焼くか蒸すかなどの調理方法も指定して注文することができます。このような注文の仕方は日本だとなかなかないので面白いなと思いました。魚介類の種類も豊富で見ているだけでも楽しいです。今回私はシャコとカニと貝を注文して調理方法はお店の方にお任せしました。席に座るとお通しにうずら卵が提供されました。ライム、唐辛子、塩もついています。何も言われずテーブルに置かれたのでこの時はわからなかったんですけど、うずら卵は有料だそうです。うずら卵を全部食べようとすると割とお腹にたまりますし、殻を剥くのにも時間がかかるので、不要な場合は提供される時に不要だと店員さんに伝えた方が良さそうです。そしてグッチの T シャツを着た店員さんがシャコを届けてくれました。こちらはシャコをニンニクと一緒に揚げた料理です。日本だとシャコを食べる機会なんてめったにないですよね。めっちゃ美味しいです。身が本当に新鮮で、なんか食べたことないようなプリプリ感。外側がパリッパリでニンニクのしょっぱ辛い味とシャコの味がとても合っています。今更なんですけど、これって皮ごと食べるやつなんですかね、それとも皮を剥くのが正解なんでしょうか。ちょっと何も考えず皮ごと食べてしまってましたけど、で殻が硬いのでね、店員さんに聞いてみます。無事エビの殻を剥いていただいて、その間に頼んでいた他の料理も全部届いたので、一つ一ついただきたいと思います。殻を剥いたシャコがこちらです。これで動画を見てくださっている皆さんにもプリプリ感が伝わったら嬉しいです。続いてこちらはタイラリという貝のグリルで、青ネギとピーナッツが乗っています。貝殻がびっくりするほど大きくて25センチくらいあります。さらにこちらはカニをニラと玉ねぎと一緒に甘辛いソースで炒めた料理です。どれもボリュームたっぷりで、このうずら卵と比較するとそれぞれの魚介類の大きさが分かっていただけると思います。ちなみにこれだけ注文して料金は2300円でした。個人的にはかなりお手頃な価格だと思いました。殻を剥いたシャコをいただきます。殻がなくなった分本当に食べやすくなりましたし、エビの身そのものの美味しさをより深く感じられます。貝みたいなのを食べてみます。コリコリしてて歯ごたえがあって美味しいです。タイラギも日本ではあまり食べる機会がないので食べれてよかったです。続いてカニを食べていきます。断面こんな感じになってます。こちらのカニ、甘辛いソースがかかっていて美味しかったんですけど、食べるのにはかなり苦戦しました。そしてお店から歩いてミーケイビーチというビーチに向かいます。ミーケイビーチに着きましたが、あいにくの曇りです。左側を見ると分厚い雲が立ち込めています。この日は1月なんですけど、調べてみると1月のダナンは雨季みたいです。ホーチミンとハノイは寒気なので、その中間に位置するダナンも寒気だと思っていたんですが勘違いでした。ダナンの寒気は5月から8月なので、海水浴を楽しむならその時期に行くのがいいと思います。
ちなみにここから右は南シナ海に面する海岸線がまっすぐに伸びていて、ビーチが何十キロにもわたって続いています。実はミーケービーチはアメリカのフォーブスという有名な経済雑誌で世界の魅力的なビーチ6000に選出されたことがあります。選出された理由としては、長くて平らな砂浜、マリンスポーツに適した日光と波、市街地からのアクセスの良さ、入場無料なことなどが挙げられます。また宿泊施設が充実していたり、海水がきれいで大きな波がなく、大人も子供も安全に泳げるのも魅力的です。そしてミーケービーチの砂は白っぽくてきめ細かいのが特徴です。このサラサラ感伝わりますでしょうか。触っていてとても心地よかったですね。この砂は太陽に照らされると光が反射してキラキラと輝くんだそうです。この天気だとミーケービーチの魅力が分かりづらいかもしれませんが、海水の透明さと波の穏やかさ、砂の滑らかさは天気が曇っていても感じることができました。続いて五稜山というところまでバイクで移動します。この運転手のおじさん、グラブという配車アプリのユニフォームを着ているんですが、今回はアプリを介さずに乗ることになりました。というのも、先ほどミーケービーチの近くでグラブでバイクを呼ぼうとしたところ、このおじさんに話しかけられ、五稜山に行きたいなら連れてってあげるよと言われました。私はグラブのアプリを介して乗せてくれるなら乗ると言ったんですが、お互いアプリの中でそのおじさんを指定する方法が分かりませんでした。なので私は一旦断ったものの、日本語でちょっと待ってと呼び止められ、今から別のバイクを呼ぶのも面倒だと思ってアプリを介さず、このおじさんに直接お金を渡して乗ることにしました。でもバイクに乗っている間、ひどく後悔しました。アプリを介していないので、目的地にちゃんと連れて行ってくれるか分かりません。しかもこのおじさんはしょっちゅう横を向いて話しかけてきたり、電話しながらの運転もしてたので、運転自体の安全性も不安です。もしここでトラブルが起きた場合、アプリを介していればグラブが何かしら対応してくれるかもしれませんが、アプリを介していない場合は誰も守ってくれません。なので乗っている間はひたすら無事目的地に着くように祈っていました。そのせいで移動中の景色はあまり楽しめませんでしたね。でも運がいいことに、このおじさんはちゃんと五稜山に送ってくれて、無事五稜山に着きました。そもそも五稜山とはこちらの5つの山の総称です。山全体が石灰岩と大理石でできているので、マーブルマウンテンとも呼ばれています。それぞれの山の名前は中国の五行思想、つまり万物は木、火、土、金属、水の5つの要素がお互いに影響を与え、循環して成り立っているという思想が由来となっています。そして私は今、5つの山の中で一番多くの観光客が訪れるトゥイソンに来ています。トゥイソンの標高は108メートルで、5つの山の中で一番大きいです。なんとトゥイソンでは見どころがあるエリアまでエレベーターで登ることができます。山の中にエレベーターがあるのは不思議な感じがしますが、体力と時間の節約のためにエレベーターで登ることにしました。エレベーターはガラス張りになっているので、高くなるにつれて景色が変わっていく様子を足で登るよりもはるかに楽に楽しむことができます。奥にはビーチが見えてきました。さっきまでは曇っていましたが、今は青空も見えて嬉しいです。エレベーターから降りるとちょっとした橋があります。橋の右側からは透き通るような水色の海が見えます。橋の左側からは五稜山の他の山たちが見えます。石灰岩でできているだけあって、すごく独特な形をしていますよね。五稜山は昔から神聖な場所とされていて、今いるトゥイソンには仏教寺院や洞窟がいくつもあるので、ここから奥に進んで巡っていきます。こちらはサーロイ塔という1997年に建てられた7階建ての塔です。ベトナムで最も多くの石像がある場所で、内部には200体の仏像などが置かれています。中にも入れるそうなんですが、今回は入りませんでした。こちらでは広場で仏教の教えを聞く人々と仏像の石像が置かれていました。この険しい階段を登ってバンチョン洞窟という洞窟に向かいます。てっきりエレベーターさえ使えばほとんど足で登らずとも見どころを巡れると思っていたんですが、そんな甘くはないようです。でも先ほどエレベーターを使ったおかげで体力は残っていたので、エレベーターを使っておいてよかったと思いました。
こちらに見える石灰岩でできたトンネルがすごく神秘的で、いかにもパワースポットという感じがしますよね。緑も豊かで歩いていて気持ちがいいです。そしてバンチョン洞窟の前に着きました。階段を登って洞窟の中に入っていきます。洞窟の中はこんな感じでお釈迦様が祀られています。そしてお釈迦様の奥にはさらに通路があります。どうやら奥の通路をくぐり抜けると洞窟から抜けてヘブンゲートという絶景が見られる場所にたどり着くそうです。ただかなり急な上に狭くて足場が悪く非常に滑りやすくなっています。こことかちゃんとした階段になってないですからね。私は登るかすごい迷ったんですけど、絶景が見られるならと思い登ってみることにしました。さっきの通路を登った先はこんな感じです。上に穴が開いていて、そこから光が差しています。絶景を見るためにはさらに奥の通路を通らないといけないっぽいです。奥の通路はさらに狭くて険しいです。これはさすがにお怪我しかねないと思ったので、残念ですがここで諦めることにしました。洞窟から出るとズボンと靴が汚れていました。なんと先ほど行くのを諦めたヘブンゲートには別のルートで行くことができるそうなので、別のルートから行ってみたいと思います。こちらの階段の先にヘブンゲートがあるそうなので登っていきます。ヘブンゲートに近づいてきたんですけど、上の方は階段ではなくただ岩が重なっているだけになっていて、登るのが大変そうです。なので安全のために撮影を止めて登ります。そしてなんとかヘブンゲートにたどり着きました。振り返ると青く透き通った南シナ海とダナンの街並みが広がっていました。高い建物が少ないので、ホイアンという町がある南側に続く海岸線がずっと先まで見えますね。さらに左側には今いるトゥイソンの山の頂上も見えます。ちなみに足場は岩が重なってできているので結構危ないです。幸運なことに晴れてきて、先ほどのミーケイビーチでは見られなかった青い海を見下ろすことができてとても嬉しいです。ここまで登ってきてよかったと思いました。続いてフォアンリエム洞窟という洞窟に入ります。フォアリエム洞窟はフィエンコ洞窟という別の洞窟とつながっていて、奥に行くとフィエンコ洞窟に入れます。フィエンコ洞窟は五行山の中でも最大の見どころです。こちらの洞窟はもともと15世紀までダナンに存在していたチャンパ王国のチャム族という民族のお寺だったので、今でもその形跡を見ることができます。このような小さい建物がいくつか置かれてるんですよね。中に置かれているのをよく見ると、人間の姿や表情が一つ一つ違って丁寧に描かれていて面白いなと思います。さらにベトナム戦争中は米軍基地として使われていたんですが、アメリカ軍が北ベトナム側の軍に追い出された後、北ベトナム側の軍の避難所や病院として使われるようになりました。上に穴が2つ開いていますが、これは1968年にアメリカ軍が落とした空爆によるものです。皮肉にもこの穴から光が差すことで、この洞窟がより神秘的な空間になっている気がします。続いてこちらの階段を登って山の頂上に向かいます。頂上までの階段も結構長くて急です。そして息切れしながらも頂上に着きました。海側の景色はヘブンゲートとかなり似ていますね。一方、振り返るとヘブンゲートでは見えなかった海と反対側の景色やミーケイビーチがある北側の景色を見ることができました。海の反対側には五行山の他の山も見えます。
このように街中に不思議な形をした小さい山があるのは他ではなかなか見られない面白い景観だなと思います。西に沈む太陽の光も相まって神秘的な風景になっていますね。頂上の展望台はヘブンゲートと違って足場が安定していたので、ダナンの独特な街並みを安心してゆっくり楽しむことができました。続いて林雲寺というお寺に到着しました。林雲寺は中国寺院風の外観で、緑、黄色、青、赤といったカラフルで美しい装飾が特徴です。日本のお寺とは違った明るい雰囲気となっています。中にいる仏像の背中には虹色の飾りがありますね。林雲寺は1802年から1820年あたりに初めて建てられて、その後何度も改修されて今に至ります。実は林雲寺という名前のお寺はダナンに3つあるんですが、その中ではこちらの五行山の林雲寺が一番古いです。ちなみにお寺の名前の林雲というのは願いが奇跡的に叶うという意味だそうです。ここからは階段で下山しようと思うんですが、その途中に大理石でできた竜の彫像がありました。五行山には伝説があって、昔海から現れた竜が卵を産んで、その卵の破片が成長して五行山ができたと言われています。これがその伝説を表しているのかは分かりませんが、五行山と竜にはそんな深い関わりがあるのです。時間がなくて全ては回りきれませんでしたが、五行山の観光はここら辺で終わりにします。続いてまたバイクに乗って半市場というところに向かいます。今先ほど紹介したドラゴンブリッジを通ってハンガーを渡っています。半市場に着きました。半市場は地元の人にも観光客にも人気な大きい市場です。半市場が開かれたのはフランス統治時代の1940年頃で、当時ダナンに住んでいたフランス人が輸入した食材を販売するために開いたのだそうです。最初は小規模でしたが、ダナンは陸路にも海路にも恵まれていたので、次第に大きく成長していきました。半市場は2階建てで、1階は食品売り場と食堂があり、2階には服屋と靴屋があります。左右には商品がびっしり並んでいますね。五行山で歩き疲れた私は半市場でスムージーを飲むことにしました。こちらはマンゴーとパッションフルーツのスムージーです。マンゴーの甘さとパッションフルーツの爽やかな酸味があっていて、疲れた体に染み渡る美味しさでした。続いて夜景を見るためにまたドラゴンブリッジの近くにやってきました。ドラゴンブリッジには2500個を超える LED ライトがつけられていて、ご覧の通りライトアップされていて、昼とはまた違った雰囲気でとても綺麗です。これ面白いのが、竜がいろんな色に変わるんですけど、一気に全体が変わるのではなく、頭の方から少しずつ変わっていくんですよね。竜の色が変わると川に反射する光の色も変わるので、風景がダイナミックに変わっていく様子を楽しめます。ドラゴンブリッジの近くにある I love ダナンのオブジェもライトアップされていて、とても素敵です。今日は竜が火を吹くパフォーマンスを見られるということで、今から橋を渡って竜の頭の方に行きたいと思います。この橋を渡るのは今日で3回目なんですけど、1回目はお昼に歩いて渡って、2回目はバイクで渡って、3回目は夜に歩いて渡るということで、それぞれ違った風景を楽しめています。夜はドラゴンブリッジだけでなく、向こう側の橋や川を通る船、川の両脇にある照明などもライトアップされているので、川周辺一帯がきらびやかで綺麗ですよね。あまりの美しさに何度も立ち止まって見てしまいました。そして竜の頭の方に到着しました。こちらから見るハンガーも素敵です。この後、竜が火を吹くショーが行われるということで、多くの人が集まっています。火を吹いた後は水も吹くらしく、傘を差して待っている人もいますね。間近で見る竜の頭は巨大で、一見威厳があるように見えますが、よく見るとハートの目をして口を開いていて、愛らしく思えてきます。
竜が火を吹くなんて絵本でしか見られないような光景ですが、今回はそれを実際に間近で見られるということで、どんな風になるのかとても楽しみです。そして間もなくショーが始まります。おっと、竜の口から火が見えました。おお、すごい。力強く火を吹いていますね。大きな火の玉が上空に飛んでいきます。想像以上に迫力があってびっくりしました。周りで見ている大人も子供も大盛り上がりです。9回連続で吹いた後、しばらく止まりました。こちらの竜は9回吹いたら1回休むというシステムになっているみたいです。竜が休憩している間にもっと近くまで移動しました。ここまで来ると炎の熱も感じます。大迫力です。竜がまた休憩に入りました。ここに居続けると後で濡れるかもしれないので、今度は橋の下に移動したいと思います。階段にも人が多く集まっています。橋の下に降りてきました。相変わらず力強く火を吹き続けています。上の方を見ると黒い煙が高く上がっています。そして今度は大量の水を吹き始めました。すごい勢いです。広範囲に滝のように水が降っています。これは橋の上にいたらずぶ濡れですね。こちらのショーは竜という神秘的な生き物に命が吹き込まれているようで、とても見応えがありますね。ドラゴンブリッジは巨大な竜の形をしている上に、ライトアップや火や水を吹くという前代未聞の機能も兼ね備えていて、一般的な橋の概念を超えた本当にユニークな橋だなと思いました。その分設計や建設も大変だったと思いますが、この唯一無二の橋ができたことはダナンの人たちにとっても大きな意義があったのだと思います。ショーを見られてすごく楽しかったです。ショーが終わったので DHC マリーナにもう一度来てみました。こちらの鯉の闘竜像はお昼に来た時は水が出ていませんでしたが、今は出ています。そしてその対面には美しく輝くドラゴンブリッジが見えます。鯉の闘竜像越しに見るドラゴンブリッジの風景は、シンガポールのマーライオン越しに見るマリーナベイサンズに負けないくらい綺麗でした。ということで、またドラゴンブリッジを通ってホテルに帰ります。ドラゴンブリッジでは行きとは反対側の歩道を通ったんですが、反対側の景色もとても綺麗でした。ダナン1日目はこちらで終わりたいと思います。ダナン2日目の今日はダナン中心部から車で40分くらい移動してサンワールドバーナーヒルズというテーマパークに来ました。サンワールドバーナーヒルズは国内外で人気のベトナムを代表するテーマパークで、現代的なアトラクションや昔ながらのヨーロッパ風の景色などが楽しめます。このテーマパークで面白いのが標高1487メートルの山の頂上にあるんですよね。今は山のふもとにいるので、今からロープウェイに乗って上の方まで行きたいと思います。今いる入り口周辺はベトナム中部にあるホイアンという町をイメージして作られています。ホイアンは歴史的建造物が並ぶ港町で、昔大規模な中国人街や日本人街がありました。その名残で日本人が建てた日本橋という橋や中国様式の建築が残されているんですけど、こちらでも見事に再現されています。すごく綺麗ですよね。建物の外観だけでなく内観や庭園もうっとりするほど美しいです。通路の左右にはホイアンを象徴するランタンが飾られています。私は今回の旅行ではホイアンに行けなかったので、まだロープウェイに乗る前ですが、この景観を見れただけでもここに来てよかったなと思いました。そしてこの建物はロープウェイの駅とつながっているんですが、駅名もホイアン駅とされています。
そして今いるホイアン駅からこちらのロープウェイに乗ります。ロープウェイの全長は5801メートル、高低差は1368メートルもあります。実はこのロープウェイができた当時、ロープウェイの長さと高低差が世界一ということでギネスに認定されたことがあるんです。乗っている時間も20分とかなり長いので、ロープウェイからの景色を存分に楽しめるのもサンワールドバーナーヒルズの大きな魅力です。ただ今回は天気が悪く、上に行けば行くほど泣きたくなるくらい景色が見えませんでした。そしてマルセイユ駅に着きました。マルセイユというとフランス最大の港町の名前ですが、先ほどのホイアンといい、実際にある地名を駅名にしていて面白いなと思いました。駅を抜けるとすぐにゴールデンブリッジがあります。ゴールデンブリッジは山の神様の巨大な手が橋を支えるように作られた全長150メートルの橋です。2018年に建てられ、同年にアメリカのタイムという雑誌で世界で最も素晴らしい場所100選に選ばれました。今日はあいにくの天気ですが、天気が良ければこんな景色が見られて、橋からダナンの街も見下ろせるそうです。まるでファンタジーの世界に紛れ込んだような感覚です。一度見たら一生忘れられないようなインパクトあるデザインですよね。神様の手の指一本一本が激太で、人間の体5人分ぐらいの太さはある気がします。2018年にできたということで結構新しいですが、それを感じさせないくらい古代遺跡感あふれる作りになっています。昨日見たドラゴンブリッジといい、ダナンには独創的な橋が少なくとも2つはあるということで、本当に面白い街だなと思いました。ゴールデンブリッジの隣にはヘブンガーデンというところがありました。ヘブンの要素がどこにあるかはわかりませんが、古代の巨人をイメージして作られた巨大な顔や足の石像が置かれています。古代の巨人を再現するという発想も面白いですが、顔と手と足をバラバラに置いているのもユニークですね。次はフラワーガーデンというところを目指して歩いていきます。カラフルなガラスの天井と渦巻き状に並んだ石で彩られた可愛らしいトンネルを抜けていきます。フラワーガーデンに到着しました。植物の服を着た表情豊かな3匹の巨大な猫が出迎えてくれています。お猿さんも万歳して出迎えてくれていますね。奥に進んでいくと色とりどりの花が咲いた庭園がありました。すごく丁寧に整えられた美しい庭園ですね。こちらのお花でできたドレスもとても可愛らしいです。細部まですごく綺麗に形が整えられています。とてもロマンチックで、まるで絵本の世界に入り込んだかのようです。庭園の中を歩いても綺麗ですが、高台の上から見下ろすと庭園全体の美しさをより深く実感できました。実はここはまだ山の頂上ではなく、頂上にアトラクションなどがある大きなエリアがあるので、またロープウェイに乗って頂上に行きます。今度はボルドー駅からルーブル駅に行きます。ボルドーはフランスで有名な港町で、ルーブルもフランスの美術館の名前に使われていますよね。先ほどのマルセイユといい、サンワールドバーナーヒルズではフランスの地名があちこちで使われていて、今から行くエリアにもフランス村というところがあります。実は今いるバーナーヒルズという山はフランスと関わりが深いんです。というのも、バーナーヒルズは1900年代初頭にフランス人の入植者によって発見され、フランス人によって避暑地としてのリゾート開発が行われました。しかしその後数十年にわたり戦争が続いたことでリゾートは廃れていきました。そして2000年代になると大規模な再開発が行われて、現在のようなベトナム有数の観光地となったわけなんですね。ルーブル駅に到着です。建物がとても綺麗ですね。ルーブル駅を出るとエクリプスプラザという広場がありました。エクリプスとは英語で日食という意味で、月の王国と太陽の王国を結ぶという意味が込められているそうです。
360度ヨーロッパ風の建物に囲まれていて、本当にヨーロッパにいるような気分になります。ベトナムを全く感じさせないくらいすごいなこれ。ここで写真を撮ってヨーロッパに来たよと SNS に上げても疑う人はいないでしょう。そしてルーブル駅の反対の方に行くためにルーブル駅に戻ると美味しそうなものがたくさん売られていました。私はお腹が空いていたので、こちらで売られている10円パンを食べることにしました。10円パンとは10円玉の形をしたパンケーキのようなもので、中にはチーズがたっぷり入っています。ベトナムかフランスどちらかと関わりがあるお菓子だと思ったんですが、調べてみたら韓国発祥で、ベトナムでは首都ハノイを中心に流行っているそうです。チーズの伸びがすごいんですよね。結構なボリュームなので、価格はもちろん10円では済まず、2個で360円でした。さて、ルーブル駅を抜けるとフランス村という19世紀のフランスの景色が再現されたエリアがあります。サンワールドバーナーヒルズで最大のエリアなので、とても見応えがありそうです。本当によく再現されていて、歩いているだけで楽しいです。こちらはフォーエバースクエアというフランス村で中心となる広場です。チャイコフスキーやベートーベンなどヨーロッパの偉人の銅像がたくさん並んでいました。こちらの建物はフランスにある歴代の国王が埋葬されているサンドニ大聖堂を再現しています。サンドニ大聖堂の右側を通って奥に進んでいきます。こちらではレンガ造りの綺麗な建物が並んでいますが、実はこのうちの多くは4つ星ホテルとなっています。フランス村にはメルキュール・ダナン・フレンチビレッジ・バーナーヒルズというホテルが7棟建っていて、それぞれのホテル名にパリ、ボルド、ニースといったフランスの都市の名前が付けられています。窓からフランス村の綺麗な景色が見える上に、山の頂上でロープウェイでしか行けない場所にあるということで、なかなか希少性の高いホテルだと思います。ホテル以外には飲食店もあり、こちらには日本企業が運営するロッテリアがあります。それにしてもどこを見渡してもフランスの風景が広がっていますね。チープさも全く感じないですし、本当に抜け目がなく、細部まで忠実に世界観が作られていて感動しました。さらに奥に行くと、今度はスピリチュアルランドという場所を見つけました。ロマンチックなフランス村とは一転して、巨大な猫と表情豊かなお坊さんが立ち並ぶ、これまたユニークな空間になっていますね。階段を上るとお寺がありました。このお寺は天と地、陰と陽が交わる場所にあり、バーナーヒルズを守ってきた女神様を礼拝する場所だそうです。ここからはフランス村を見下ろせます。そしてこの場所が本当の山の頂上で、ダナンで一番高い場所だそうです。フランス村に戻って今からご飯を食べたいと思います。フランス村にはベトナム、フランス、イタリア、中国、日本など様々な国の料理のお店があります。ただベトナムにしては値段がそこそこ高く、1000円から1700円くらいのメニューが多かったです。私はこちらのベトナム料理のお店に入ることにしました。ここではベトナムの首都ハノイの名物料理であるブンチャーを注文しました。豚の焼肉、米麺、レタスが乗っていて、真ん中にはヌックマムというベトナム料理でよく使われるタレがあります。味のついた豚肉とさっぱりした野菜と麺、そしてヌックマムの独特な風味が調和していて、とても美味しかったです。雨の中、靴とズボンがびしょ濡れになりながら傘をさして歩き回っていたので、疲れた体が生き返りました。あとフランス村にはアルペンコースターというジェットコースターもあります。手動でアクセルとブレーキをかけて速度を調整できるのが特徴で、人気のアトラクションなんですが、今回は天候が悪いので乗れませんでした。残念です。ただ、実はフランス村の近くに屋内でアトラクションが楽しめる場所があります。それがこちらのファンタジーパークです。このファンタジーパークもかなり活気に満ちていて、アトラクションもたくさんあっていろいろ楽しめそうです。こちらのフリーフォール、鍾乳洞みたいになっていてデザインが凝ってますよね。
サンワールドバーナーヒルズは山の上にあるだけあって悪天候の日も多いと思うので、このような屋内で楽しめる場所があるのはとてもいいなと思いました。こんなゴーカートもあります。私も行列に並んでゴーカートに乗ったんですが、撮影禁止だったので乗っている様子を映すことはできませんでした。レールが敷かれておらず、割と広い空間だったのでたくさん動き回れて楽しかったです。さらにこちらのスイング系アトラクションに乗ってみることにしました。結構な勢いでビュンビュン振り回されて目が回りました。ちょっとしたスリルを楽しみたい人にはおすすめです。続いてこちら、アドベンチャー・トゥ・センター・オブ・ジアースというアトラクションに乗りたいと思います。ディズニーシーにもセンター・オブ・ジアースというアトラクションがありますが、どちらかというとディズニーランドのバズ・ライトイヤーみたいな感じで、鉄砲を片手にひたすら緑の点に向かって撃つという感じでした。暗闇を抜けるとチームラボのようなリラリラした世界に入り、その後は海の中をイメージしたような空間に入っていきました。打つのに夢中になれて楽しかったです。たくさん遊んだところでそろそろ帰るかとルーブル駅に戻ったところ、帰りのロープウェイに乗るための長蛇の列ができていました。本当に大人気のテーマパークなんだなと思いました。サンワールドバーナーヒルズはかなり見どころが多く、紹介しきれなかったところもたくさんありました。一つのテーマパークとは思えないほどいろんな世界観で作られていて、いろんな楽しみ方ができ、素晴らしいテーマパークだと思いました。ただ雨の中の観光は結構大変で、靴もズボンもびちょびちょで景色もあまり見えなかったので、次行くなら絶対天気がいい日に行きたいと思いました。そしてダナン中心部まではレインコートを着てバイクで帰ることにしました。40分かけて中心部に着いた後、レインコートを見ると黒く汚れていて、排気ガスの恐ろしさを知ったのでした。次にダナン駅から古都のフエに向かいます。フエはダナンから100キロ離れていて、こちらの寝台列車に乗っていきます。この列車はラマンエクスプレス SE20 号という急行列車で、ダナンからハノイまで17時間かけて768キロの距離を走行します。出発は18時10分で20時40分頃フエに到着する予定です。今回乗るのはたった2時間半なんですが、ベトナムの寝台列車に乗ってみたかったので楽しみたいと思います。ちなみに料金は2500円くらいです。それでは列車に乗ります。列車は10両編成で1つの車両に客室が7室あります。車内はかなり綺麗で高級感がありますよね。実はこの列車のダナンとハノイを結ぶルートは2023年の10月に運行開始したばかりです。なので車両自体は古いんですが、内装や設備は一新されたばかりなんです。客室はこんな感じです。自分の部屋には別のお客さんもいたので別の空室で撮ってみました。2段ベッドが2つ置かれていて4名で1室となっています。エアコンがついていてベッドごとにライトやコンセントもあります。清潔感があってデザインも綺麗で温かみがあり、とても居心地のいい空間になっています。真ん中にはおしぼりやお菓子、インスタントコーヒー、ペットボトルの水、コーラ、そして朝食もついています。朝食は翌朝にフエのホテルで食べたんですが、箱の中身はこんな感じです。こちらはサンドイッチかと思ったんですが、謎の緑のペーストが挟まれたスポンジケーキでした。あとこちらは栄養素がたくさん入ったベトナム製の乳飲料です。さらに箱の外に置いてあったお菓子はこんな感じのスポンジケーキでした。甘いものが中心ですね。この設備で朝食もついて2500円なのはかなり安いのではないでしょうか。そして列車が動き出します。ゆっくりと別の列車の横を通り過ぎていきます。動き出してしばらく経った後、スタッフの方が客室のドアを閉めてくれたので、私は仮眠することにしました。フエの到着10分前くらいになると、スタッフさんが勢いよくドアを開けて、フエに着きますよと呼びかけてくれました。
一応アラームはつけていましたが、呼びかけてくれるのはありがたいですね。心地よく想像以上によく眠れたので、日中溜まっていた疲れもだいぶ取れました。2時間半という乗車時間は仮眠にはちょうど良かったです。そしてフエに到着しました。ホームの間にある2つの線路を渡って出口に向かいます。ホームと線路の高低差がほとんどない上に、駅構内で線路の上を歩くという体験は日本ではなかなかないので面白いと思いました。フエ駅からもたくさんの乗客が乗るようですね。外国人観光客が多そうです。ちなみに列車にベトナムレールウェイズとありますが、これはベトナム鉄道という国営の鉄道会社を指します。今回乗ったラマンエクスプレスのサービスはベトナム鉄道の子会社が提供しているそうです。とても素敵な列車でした。フエの駅舎はフランス植民地時代に建てられたらしく美しいですね。フエ駅からはタクシーに乗ってホテルまで向かいます。フエの道路はホーチミンと違って交通量が少なく、とても静かです。そしてホテルに着きました。今回泊まるのはアムールホームステイというところで、1階はカフェになっています。お部屋は清潔感があり、1泊2500円くらいなので安くてありがたかったです。ただ Wi-Fi が不安定だったので、それは残念でした。今日はもう寝て、明日フエを観光したいと思います。日付が変わり、今日はまずバイクタクシーでグエンチョウ王宮というところに行きます。今渡っているのはフォン川という川です。フォンというのは香りという意味で、英語ではパフュームリバーとも呼ばれています。フォン川はフエの町の中央を流れていて、川の南側はホテルが集中して建てられている新市街、北側は旧市街となっています。北側にある旧市街の中心部を見てみましょう。こちらの長方形の堀に囲まれているエリアは工場と呼ばれるエリアです。よく見ると堀の内側にジグザグの城壁がありますが、この城壁は函館の五稜郭でも用いられているフランスの棒板様式という手法で建てられています。さらに城壁内の南側には今から行くグエンチョウ王宮があります。グエン朝とはベトナム最後の王朝で、1802年から1945年までの143年間、13代にわたって政権を握っていました。グエン朝王宮は中国の紫禁城を参考に作られたんですが、正方形に近い綺麗な形をしていますよね。今見えているのがジグザグの城壁に囲まれた工場の門で、全部で11個あるうちの1つです。王宮の入り口はこちらの旗の近くなんですけど、運転手はなぜか入り口と反対の方に向かっています。もしかしたら私が指定した場所が良くなかったのかもしれません。でもバイクで城壁の周りを移動したことで、王宮ってこんなに大きいんだということを体感できました。王宮の広さは東京ドームの7倍以上です。運転手は王宮の入り口と正反対の門の前で降ろしてくれました。ここでは城壁全体に苔が生えていて、時間の経過を感じさせられますね。反対の門から王宮に入ることはできず、入り口までは2キロもあるので、またバイクを呼んで入り口まで行きました。右手に見えるのはフラッグタワーという旗台で、フエの町のシンボルになっています。台風や戦争で何度か倒壊していて、今あるのは1969年に再建されたものです。フラッグタワーはベトナム戦争の激戦地の一つで、その時の銃弾の跡が残っているそうです。そしてフラッグタワーの裏にグエン朝王宮の正門があり、そこが入り口となっています。こちらが正門の御門です。1833年に建てられた後、2回の大規模な修復が行われています。中国の紫禁城の御門を参考に作られていて、紫禁城と同様にこの字型で入り口が5つあるのが特徴です。中央が皇帝と外国の大使のための入り口で、その左が武官、右が文官のための入り口でした。そのさらに両端にある2つの入り口は、兵士や馬や象が使っていました。ちなみに御門の御は南を指していて、南から天に耳を傾ければ世の中は平和に収まるという中国の教えに由来しています。御門には裏側から2階に登ることができます。2階は御宝楼と呼ばれていて、皇帝が民の前に姿を現す場所として使われていました。朱色と金色の内装がとても美しいですよね。
真ん中には皇帝が座るための豪華な椅子が置いてあります。壁沿いには歴代皇帝の個性豊かな金印のレプリカが並んで展示されています。他にも1900年代初頭に御門で撮影された写真もありました。つい100年前の人々はこの王宮でこんな服装でこんな馬に乗ってこうやって行進していたんだと思うと、今とすごいギャップを感じて不思議な気持ちになりました。実は最後の皇帝である馬王大が退位を告げた場所もこの御門でした。日本の終戦直後、1945年8月30日に馬王大は5万人以上の人々の前でベトナムの独立のために新たな政府に権力を譲ると宣言してグエン朝は終焉したんです。またここからは緑の瓦と屋根の上の装飾がよく見えますが、これはベトナム独特のものです。御門は中国の紫禁城に倣って作られたものの、朱色と金色を組み合わせた内部の装飾も含め、ベトナム独特の華やかさも散りばめられているんです。御奉廊からはいろんな方向から王宮を見渡すことができ、心が安らぐ空間になっています。御奉廊から降りると池のほとりに白い鳥がいるのを見つけました。王宮の中では鳥のさえずりも聞こえて、より深い風情が生み出されている気がします。御門を抜けてまっすぐ歩くと、突き当たりに大保阿殿という建物があります。大保阿殿はグエン朝王宮の正殿で、戦争で破壊された後、1970年に再建されたんですが、残念ながら今は修復工事中です。工事前の外観はこんな感じで、こちらも中国の紫禁城にある大保阿殿を参考に作られています。工事前の内観はこんな感じです。大保阿殿では皇帝の即位式など朝廷の重要な儀式が行われていたんですが、グエン朝時代は皇帝の妻である皇后も含め女性が立ち入ることは禁じられていました。大保阿殿の横を歩くと屋根の装飾が見えました。権力の象徴である竜の装飾がこれでもかというくらい盛り込まれています。さらに大保阿殿の背後には皇族しか入れない皇族の居住地があります。グエン朝王宮ではこのエリアのことを紫禁城と言います。この紫禁城をよく見ると何か物足りない気がしませんか？実はこのエリアではもともと主要な建物が南北方向に一直線に並んでいました。南から紫禁城の正門である大君門、皇帝が政務を行ったカンチャン殿、皇帝の寝床だったカンタイン殿、皇后の住居だったコンタイ宮があったんです。しかし1947年に戦争で破壊されてしまい、今はそれらを結んでいた回廊だけが残っています。こちらは1932年の王宮の写真なんですが、もともとはこんなに建物があったわけなんですね。こちらが正門の大君門があった場所です。さらにこちらが皇帝が政務を行ったカンチャン殿があった場所です。完全に焼け野原になっていますね。瓦礫もたくさん落ちています。背後にある城壁もかなり錆びれています。あと穴もたくさん開いていますが、もしかしたら銃弾の跡なのかもしれません。そしてこちらが主要な建物を結んでいた回廊です。こちらにも野原が広がっていて、向こう側にも回廊が見えます。回廊は外も中も細かく装飾されていて、とても美しいです。今、回廊に挟まれた野原を歩いてきて、大保阿殿がある南の方を向いています。もともとはこの空間に皇帝の寝床だったカンタイン殿、皇后の住居だったコンタイ宮がありました。さらにその反対にはキエンチューン楼という皇帝の居住地だった建物があります。この建物だけは珍しくヨーロッパの建築様式が取り入れられています。こちらも戦争で破壊されてしまったんですが、今は再建中です。続いて紫禁城の中の東側を見ていきます。こちらはニャットタイン楼という仏殿で戦争で2回破壊され、2018年に再建されました。2階建てで廊下にも屋根がついています。中には入れなかったんですけど、窓から覗くことはできました。朱色と金色で統一された落ち着いた空間になっていますね。
王朝の末期、宮殿の女性たちはここに頻繁に訪れて平和を祈ったのだそうです。ここから景色を眺めると王朝時代にタイムスリップしたような感覚になります。こちらの建物はそこまで重要ではないかもしれないんですけど、2階からの景色が綺麗で、周りに綺麗に整えられた庭園もあって、王宮の美しさを強く感じられました。続いてこちらは大賓楼という建物で、皇帝の書斎として1921年に建てられました。修復はされているものの、戦争による被害を免れた数少ない建物の一つです。色とりどりのタイルを使った装飾がとても美しいです。内装は今までの建物とは違い、茶色い木の色がベースになっていて、温かみのある素敵な空間だなと思いました。皇帝はここで本を読んだり詩を書いたりしたそうです。続いてこちらにはベトナム最古の劇場があります。この劇場は1826年に建てられた後、戦争や自然災害で何度も破壊され再建されました。中はこんな感じでかなり豪華です。皇族はこの劇場でニャーニャックという宮廷音楽をはじめとした舞台芸術を楽しんだそうです。ニャーニャックはユネスコの世界無形遺産にも登録されていて、今でもここで1日2回公演が行われています。客席は一つ一つが朱色をベースに金色の竜が描かれた装飾になっています。そしてこちらがステージです。ステージの装飾も竜を真正面から見たような迫力ある姿が描かれています。劇場の左右には展示コーナーがありました。演奏の際に使われていた衣装や様々な楽器、仮面もたくさん展示されていました。当時の写真も展示されていて、こんな感じでやってたのかと知ることができ、見ていて面白かったです。さて、今度はこちらの回廊を通って西に向かいます。地図で言うとこちらの回廊を通っていきます。回廊の壁には歴代皇帝のプロフィールが貼られていました。こちらは最後の皇帝であるバオダイのプロフィールなんですが、亡くなったのが1997年とあり、結構最近まで生きていたんだなと思いました。その隣には当時の行政機関によって作成された文書も展示されていました。ベトナムではもともと中国の影響を受けて漢字が使われていたので、文章も漢字で書かれています。まるで印刷物かのように綺麗な字で、文字や行の間隔も綺麗に揃えて書かれていますね。ところどころに赤いインクで書かれた文字がありますが、これは皇帝が書いたものです。今でも文章の構成の際に赤を入れるなんて言いますが、ベトナムの王朝も同じようなことをやってたんですね。そしてグエン朝の行政文書はユネスコの世界記憶遺産に登録されています。世界記憶遺産とは歴史的に重要な文書や書籍を対象としているそうで、私はここで世界記憶遺産の存在を初めて知りました。グエン朝の行政文書には当時のベトナム社会が反映されていて、独自性や信頼性もあるということで価値が認められ、世界記憶遺産に登録されたとのことです。回廊には歴代皇帝のいろんな文書が貼られているので、かなり見応えがあると思います。回廊を渡り終えたので、今度は西側の建物を南から順に見ていきます。こちらは帝廟門で、この先にある帝廟というお寺の入り口となる門です。こちらの門、屋根を何重にも重ねたフエの伝統的な建築様式で作られています。赤、青、黄色の鮮やかな配色や陶器の破片を使った装飾もベトナムならではです。門を抜けるとヒエンラム閣という王宮で一番高い3階建ての建物があります。1822年に建てられた後、何度か修復されていますが、比較的保存状態がいいです。もともとは皇帝やその役人の功績を偲ぶ記念館だったそうです。ヒエンラム閣を出ると手前に大きなカナエが並んでいます。カナエとは古代中国の青銅器の一つで、皇帝の権力の象徴とされています。カナエにはそれぞれ漢字で書かれた歴代皇帝の名前とベトナム各地の四季の風景が刻まれています。植物や動物、海、山、川、宇宙などカナエごとに違ったモチーフで描かれているので、見ていて面白いです。真ん中にあるカナエは初代皇帝に捧げられたもので、王朝の創始者を称える意味を込めて前にずらしておいてあります。
歴代皇帝は13人なのにカナエは9つだけですが、これはベトナムでは9が縁起がいい数字とされているからです。そしてヒエンラム閣の向かいにあるのが帝廟です。こちらは1822年に建てられた歴代皇帝を祀る場所です。中は撮影禁止だったのでお見せできませんが、13人の歴代皇帝のうち初代皇帝を含む10人の皇帝とその皇后が祀られていました。最後の皇帝でフランスに亡命したバオダイや在位期間が3日とか4ヶ月しかなかった皇帝は祀られていません。もともとは栄誉ある7人の皇帝しか祀られていなかったようで、同じ皇帝でもいろんな皇帝がいて扱われ方もだいぶ差があるんだなと思いました。帝廟の背後にある鮮やかな門を抜けると墳廟があります。こちらは初代皇帝の両親を祀った場所です。1804年に建てられ、戦争で焼失した後、1951年に再建されました。こちらも中は撮影禁止でした。さらにその左にはチュオンドゥック門があります。この門は王宮の4つの門の一つで、王宮の西に位置します。実は先ほど紹介した正門の5門からは男性しか出入りできず、皇后を含むすべての女性は出入りが禁じられていました。そこで女性に使われていたのがこの門です。装飾には陶器が至るところに使われていて、陶器を使った装飾としてはかなりレベルが高いんだそうです。確かによく見れば見るほど色の鮮やかさや立体感、一つ一つのきめ細かさが感じられます。これ作った人すごいなと思いました。さらに北に進むと慈円東宮があります。こちらは1804年に建てられた皇帝の母親の住居だった場所で、慈円東宮という名前には長寿を願う意味が込められています。中は撮影禁止だったんですけど、椅子やテーブルなどが展示されていて広くて豪華でした。慈円東宮の隣にはティンミン楼があります。ティンミン楼は最後の皇帝バオダイのひいおばあさんの療養の場でした。彼女はリウマチを患っていて湿気の多い場所に住めなかったので、風通しのいいフランスの建築様式で建てられています。中では皇族の女性を中心としたいろんな写真を見ることができます。バオダイの母親や奥さん、宮殿のメイド、オーケストラの子供たちの写真などがありました。慈円東宮の近くにはカフェもあります。この建物はもともと皇帝の母親の休憩所として使われていました。先ほど紹介したチュオンドゥック門も含め、女性が使う建物は西に集まっていますが、これは中国の陰陽思想に基づいています。西は南を前とした時の右にあたりますが、左は男性、右は女性という原則があり、それに基づいて建物が配置されているそうです。建物の配置からも中国の影響が感じられるのは面白いですよね。最後にフエの遺跡の保存についてお話しします。ベトナムは1946年から1975年までの30年間ずっと戦争状態にあって、王宮の 80% 以上の建物がその期間に破壊されています。さらにフエは台風や洪水など何百人も死者が出るような大規模な自然災害も多いので、気候的にも建物が劣化しやすいです。なので戦争が終わったから大丈夫というわけでもなく、戦後も大規模な修復が行われていて、保存のために膨大なコストがかかっています。フエは今までいろんな災難を乗り越えてきたと思うと、今観光を楽しめているのはすごくありがたいことだと思いました。実はフエの遺跡の保存には早稲田大学をはじめとする日本の研究機関からの支援もあったそうです。フエと日本には思わぬところでつながりがあったんだなぁと驚いたと同時に感慨深い気持ちになりました。王宮をたくさん楽しんだところで、今度はイータオガーデンというレストランに来ました。イータオガーデンは西の城壁沿いにあります。お店の門を抜けると王朝時代を思わせる建物と広々とした綺麗な庭園があります。このお店ではかつて皇族が食べていた宮廷料理と、宮廷料理が庶民に広まって発展したフエ料理を食べられます。お店の外観も内観も伝統的で美しく、雰囲気がとても素敵ですね。私はこちらの一番安いコース料理と蜂蜜入りのジンジャーティーを注文しました。そして最初に届いた料理がこちらです。すごい独創的な見た目じゃないですか？
人参とパイナップルを使ってクジャクを表現していて、パイナップルの中には火が灯っています。そしてそのパイナップルに揚げ春巻きが4本刺さっています。さらにこちらがジンジャーティーです。すごい豪華すぎて戸惑っていますが、いただきます。一旦飲み物からいきます。めっちゃジンジャーを感じます。この底の方にめっちゃ生姜と思われるつぶつぶが溜まっています。すごく爽やかですごく美味しいです。そしてパイナップルに刺さった春巻きをいただきます。外がパリパリしてて、中もちゃんと味がついていて、ソースもあってて美味しいです。次の料理はフエの庶民料理、文房フエです。文は米麺、棒は牛肉という意味で、フエの牛肉麺ということですね。ベトナム北部発祥のフォーと比べると麺が太く弾力があります。あっさりしてて美味しいです。スープはあっさりしてるんですけど、牛肉の旨味も感じられて美味しかったです。さらに料理が2皿届きました。まずこちらはフエ発祥のイチジクのサラダで、豚肉とエビも入っています。イチジクのサラダって珍しいですよね。しかもサラダに入っているイチジクはフエで栽培されている特殊なイチジクだそうです。フエのイチジクは栄養価が高く、コリコリした食感とほんのりした甘さが特徴です。ほんのりスライスされていたせいか、あまりイチジクの味はしませんでしたが、さっぱりした味わいでした。また私はサラダとせんべいを別々で食べてしまいましたが、本来の食べ方はせんべいでサラダをすくって食べるのが正しいそうです。続いてこちらはバインコアイというフエ発祥のお好み焼きみたいなものです。ピーナッツとごまが入ったソースもついています。米粉でできたカリカリの生地の中にエビや豚肉、もやしなどの具が入っています。ベトナム風お好み焼きといえばホーチミンで食べたバインセオも有名なんですけど、バインコアイの方が生地が硬くて脂っこく、その代わりソースはさっぱりしていました。そしてさらに2皿料理が来ました。こちらは白身魚をすりつぶしてレモングラスで揚げたものです。きれいにカットされた人参ときゅうりも添えられています。レモングラスの爽やかな香りがほんのり感じられました。さらにこちらは亀の形をしたチャーハンです。人参で頭と手足と尻尾が表現されていてすごいですよね。先ほどのクジャクの形をした料理でも人参が大胆に使われていましたが、人参は一番彫刻に適した野菜なのかもしれません。こちらは人参、エビ、豚肉、インゲン、きゅうり、パクチーなどいろんな具材が入ってます。結構お米が細長くて、これは東南アジアならではかなと思います。最後はこんなデザートが出されました。スイカと果物の形をした緑豆のケーキです。すごく可愛いですね。スイカはみずみずしくてとても美味しかったです。次はケーキです。取れました。ケーキは外側はゼリーでコーティングされていてつるっとしてるんですけど、噛むともっちりしていました。中は甘くしっとりしていて緑豆の上品な味がしました。今まで食べたことないような独特な食感と味を体験できて面白かったです。ご飯を食べ終わった後はイータオガーデンからフォン川の方へ少し散歩してみることにしました。城壁内は京都の街のように直線の道が垂直に交わっているのが特徴です。ここら辺は観光客が全く見当たらず、フランスの植民地時代を思わせる建物と木々が並んでいます。こちらでは池の周りに瓦礫が置かれています。多分戦争による瓦礫でしょうか。観光客が多い王宮ですら瓦礫が残っていたので整備が追いついていないのかもしれません。ここら辺ではいかにも古そうな家が並んでいます。ベトナムでは泥棒が多いそうで、このように家の隙間が鉄格子で張り巡らされた家が多いです。廃墟もちらほらあって、こちらには枯れ果てた植物やゴミが放置されていました。
さらに今にも壊れてしまいそうな古い家、洪水の跡と思われるものもたくさん見られます。王宮とはまた違ったリアルな歴史が感じられますね。あと洗濯物の干し方が大胆で、干し方のバリエーションの豊富さに衝撃を受けました。フエの人々の生活も垣間見れて面白かったです。今回の散策は15分程度の短い時間で、特に観光地というわけでもありませんでしたが、強く印象に残った時間でした。今日はこれから飛行機でハノイに行くので、フエの観光はこれでおしまいです。バイクで移動しながらもっとフエにいたかったなぁと思いました。グエン朝王宮以外の遺跡も見たかったですし、フエ料理ももっと楽しみたかったです。フエはまた来たいと思えるような見応えのある素敵な街でした。そしてフバイ空港というフエにある空港に着きました。撮影できてなくて申し訳ないんですけど、さっきタクシーから外観を見たとき、空港のデザインにびっくりしました。小さい屋根が何重にも重なって空に伸びていて、王宮を思わせるようなすごく独創的なデザインなんですよね。しかもデザインには日本企業が関わっていて、このターミナルは2023年に開設したばかりだそうで、めちゃくちゃ綺麗でした。今回乗る飛行機はベトナムの国営航空であるベトナム航空です。運よく窓側の席に座れて、窓から空港の外観が見えました。ちょっと暗くて分かりづらいですが、この独創的なデザインが伝わると嬉しいです。そしてフエの夜景を後にしてハノイに向かいます。ハノイは東南アジアで一番古い首都で、1000年近くにわたりベトナムの政治や文化の中心であり続けてきました。そんな歴史が詰まったハノイを観光できるのがとても楽しみです。そして飛行機に1時間くらい乗っていると、ハノイのノイバイ空港に到着しました。空港からはグラブという配車サービスを使ってハノイ中心部にあるホテルまで移動します。空港からハノイ中心部までは30キロあって40分くらいかかります。今通っているのはニャッタン橋という東南アジア最大規模の橋です。物流の効率化や渋滞緩和のために建てられ、2015年に開通しました。なんとニャッタン橋は日本の ODA によって建設されていて、ベトナムと日本の友好のシンボルとなっています。橋の右側にはきらびやかなビル群が見え、都会であることを感じさせられます。一方、中心部の旧市街に入ると、路上にたくさんのバイクやテーブルや椅子が並ぶ東南アジアらしい風景が見えてきました。そしてホテルに到着しました。今回泊まるのはエンシェントレーンホテルというところで、3泊で9500円でした。ホテルの予約サイトに載っていた写真ほど綺麗ではなく、少しギャップを感じましたが、立地が良く安いのでありがたいです。今日はもう寝て、明日丸1日ハノイを観光します。日付が変わり、今朝の8時50分です。ホテルから出てすぐにある小さな通りでは、野菜や果物、肉などが豪快に売られていました。ベトナム人はこのように毎朝郊外から運んできた取れたての収穫物を小さな路地で売り買いするのが日常なんだそうです。こんなちょっとした路地でも朝早くから地元民が行き交い、活気づいている様子はベトナムらしいなと思いました。通りを抜けたところでバイクを呼び、ホーチミン廟というところまで移動します。ホーチミン廟の入り口に着きました。ホーチミン廟ではベトナムを独立に導いたホーチミンさんという方の遺体が安置されています。ベトナムの歴史とホーチミンさんの活動についてはこちらにざっくりまとめたので、興味ある方はじっくり見ていただければと思います。簡単にまとめると、ホーチミンさんが生きた時代のベトナムはフランス植民地時代から始まり、外国からの支配と戦争の連続でした。そんな中でホーチミンさんは50年にわたりベトナムの独立と平和のために戦ってきました。このような経緯からベトナムではどこに行ってもホーチミンさんが英雄として称えられています。そんなホーチミンさんが祀られているホーチミン廟の入り口では X 線による手荷物検査があります。手荷物検査を抜けるとバーディン広場というベトナム最大の広場があります。バーディン広場は国の重要なイベントが開かれる場所で、ホーチミンさんが日本の終戦直後に独立宣言した場所でもあります。そしてそんな歴史的な広場にホーチミン廟が建てられています。こちらがホーチミン廟です。
建物の中ではホーチミンさんの遺体が防腐処理された状態でガラスケースに包まれていて、観光客でも見ることができます。中はもちろん撮影禁止で、死後や立ち止まって見ることも許されていません。実はホーチミンさんの遺書には、自分の遺体は火葬にして訪れる人たちが休むことができる建物を建ててほしいと書かれていました。慈愛に満ちた謙虚な人柄が伝わる文章ですが、自身は神格化されるのを恐れ、遺体が保存されることを望んでいなかったんです。なのでホーチミン廟はホーチミンさんの意思に反して建てられたわけですが、今でも多くのベトナム人の心の拠り所だと考えると計り知れない意義があると思いました。ちなみに建物の左側にはベトナム社会主義国万歳、右側には偉大なるホーチミン主席は永遠に我々の中で生きていると書かれています。さらに向かい側にあるこちらの建物は国会議事堂です。この周辺はベトナムの政治の中心となっていて、他にも様々な行政機関の建物があります。そしてホーチミン廟の前では1時間ごとに衛兵交代式を見ることができます。衛兵交代式とはその名の通り、ホーチミン廟の入り口で警備している2人の衛兵を交代するイベントです。衛兵は24時間365日ホーチミン廟を守っているので、衛兵交代式も毎日欠かさず1日24回行われます。結構頻繁だなと思いましたが、警備中は手足を一切動かさず、姿勢正しくまっすぐ前を見て立っていないといけないので、かなりの集中力や忍耐力が求められるそうです。雨の日や暑い日は特に大変ですよね。さらに衛兵に選ばれるためには体力や道徳心、教養、容姿など厳しい基準を満たしている必要があります。そんな選ばれし衛兵たちはホーチミン廟を守れることを誇りに思いながら日々任務を遂行しているそうです。訓練もかなり厳しく、足を上げる高さは地面から30センチメートル、歩く速度は1分あたり60歩などといった厳密な規定に従わなければなりません。厳しい練習を乗り越えて行進する姿は迫力があり、近くで見ることができてよかったです。ホーチミン廟の近くにはホーチミンさんが15年間亡くなるまで居住していた敷地があるので、今度はそれを見ていきます。入り口を抜けるとすぐに大統領府があります。もともとはフランス植民地政府の住居兼職場として建てられていて、日本が占拠していた時期もあります。なのでホーチミンさんが使うようになったのは建設から50年近く経った後でした。しかしホーチミンさんはこの豪華な建物を住居として使うことはなく、ゲストを迎える場として使っていました。ここでは世界中のあらゆる分野の人たちを1000人以上も迎え入れたそうです。この建物は今でも大統領の執務室として使われていて、中に入ることはできません。敷地内には他にも植民地時代に建てられた黄色い建物がたくさんあります。こちらはホーチミンさんが議長を務めた会議室です。この会議室はベトナム戦争中のテト攻勢について話し合われた場所でもあります。テト攻勢とはアメリカが支援する南ベトナムに対して北ベトナムが仕掛けた奇襲攻撃です。テト攻勢がきっかけでアメリカが撤退し、北ベトナムの勝利につながったのでした。こちらではホーチミンさんが乗っていた車が3台展示されています。左の車はソ連政府から贈られたもので、弾丸や地雷などに耐えられるように作られています。海外の元首を迎える時など特別な出張の際に使われました。真ん中にあるのもソ連政府から贈られた車です。エンジンが強力で燃費も良かったので、長期出張の際によく使われました。そして右側にあるのはフランスから水路で運ばれた車です。車台が低く乗り降りしやすいため、ホーチミンさんの健康状態が悪化した頃、市内の移動に使われていました。さらにホーチミンさんの活動の様子を記録した写真などもたくさん展示されていました。こちらはホーチミンさんの誕生日に大統領府にハノイの学校の子どもたちを迎え入れた時の様子です。子どもたちはみんな笑顔で、いかにホーチミンさんが愛されていたかがわかる写真だと思います。こちらは大統領府で講演を終えた劇団員がホーチミンさんと記念写真を撮った時の様子です。ホーチミンさんは政治関係者以外の人たちとも距離が近く、本人も周りの人たちも楽しそうな表情をしているのが印象的です。アメリカのオバマ前大統領が2016年に訪れた時の写真もありました。
かつて戦争で争っていたアメリカの大統領がベトナムを訪問したことは両国の関係に大きな影響を及ぼしたそうです。そしてこちらはホーチミンさんが4年間生活し働いた家です。1954年に住み始めたことからハウス54と呼ばれています。部屋は3つあって、まずこちらはダイニングルームです。ホーチミンさんは別の家に移り住んでからも食事の際は毎日ここに来ていたそうです。なので15年間ホーチミンさんの食事の場となっていました。実際に使われていた食器も置いてあります。次にこちらは仕事部屋で来客を迎える場所としても使われていました。手前の本棚にはホーチミンさんが読んでいた本が当時のまま残されていて、机の前の壁の上にはマルクスとレーニンの肖像画が飾ってあります。さらに机の奥には日本人形も飾られています。こちらは日本ベトナム友好協会という団体から贈られたもので、ホーチミンさんはとても気に入っていたそうです。最後にこちらが寝室です。手前には庶民が使うような小さなベッドがあり、その奥には本を読むための机と椅子が置かれています。その反対側には服を収納する棚がありますが、中には数着の普段着と来客や出張の際に着るカーキの服しかなかったそうです。家具一つ一つがびっくりするくらい飾り気がなくシンプルですよね。ハウス54のすぐ隣には鳳凰寺さんの魚のいる池があります。鳳凰寺さんというのはホーチミンさんの愛称で、ベトナム人から親しみを込めてそう呼ばれています。この池はもともとフランス政府が水を貯めるために作ったんですが、ホーチミンさんの提案により魚の飼育ができるように改装されました。ホーチミンさんは毎日仕事終わりに手を叩いて魚を呼び寄せて餌をあげていました。すると池の魚はすごいスピードで成長して、ゲストを招いた時に池の魚を使った料理が提供されたそうです。池に沿って歩いていくと、両側にマンゴーの木が植えられたマンゴーの道があります。ホーチミンさんはこの道で朝運動したり、仕事帰りに散歩したりしていました。鳥の鳴き声が聞こえ、緑が豊かで涼しく、心が安らぐ場所でした。ハウス54の池を挟んだ反対側には、ホーチミンさんのために建てられた高床式の家があります。この家が完成した後、ホーチミンさんはハウス54から移り住み、亡くなるまでの11年間ここで生活し働きました。木で作られていて素朴で自然と調和した素敵な外観ですよね。1階は開放的な空間になっていて、主に夏に仕事や会議、ゲストを迎える場所として使われていました。ダンベルなど当時使われていたものも置いてあります。こちらの金魚の水槽は子供たちが楽しめるように置いていたそうです。そして2階に上がります。木の温かみが感じられる素朴な空間ですね。こちらは仕事部屋です。本棚には政治や歴史、文学など様々なテーマの本があり、一番下の棚にはタイプライターが置かれています。その隣には寝室があります。ちょっと見えづらいですが、手前にベッドがあって奥に机があります。机の上には帽子やラジオ、本が置かれています。部屋はたったこれだけで、とても大統領とは思えないくらい質素な暮らしをしていたことがわかります。高床式の家を出ると、橋の近くに鯉がたくさんいるのが見えました。ホーチミンさんが亡くなってからも池の魚は健全なようです。敷地内は広く、自然も豊かでとても居心地のいい場所でした。きっとホーチミンさんもこののどかな環境を気に入ってたんじゃないかなと思います。ホーチミンさんは豪華な暮らしもできたはずですが、国民のことを第一に考え、自ら質素な暮らしを選んでいました。ベトナムを旅行していると、ホーチミンさんの銅像や肖像画があちこちにありますが、ここを訪れたことでホーチミンさんが愛されている理由が分かった気がします。私はこれまでホーチミンにある統一街道やフエの王宮で豪華さや権力の誇示を目の当たりにしてきたからこそ、ホーチミンさんの暮らし方は強く印象に残りました。次にホーチミンさんの家やホーチミン廟に隣接する一中寺というお寺に来ました。一中寺はベトナムを代表する古いお寺で、名前の通り一本の柱の上に建てられたユニークなお寺です。1049年にリー・タイトンという皇帝が初めて建てた後、何度も修復されました。
しかし1954年にフランスが撤退する前、フランス軍が仕掛けた地雷によって爆破されてしまいました。なので今立っているのは1955年に再建されたものです。お参りするにはこちらの階段を登る必要があります。仏殿の中には8本の手を持つ黄金の観音様が鎮座しています。このお寺を建てたリー・タイトンは夢で蓮の花の上で子供を抱いた観音様を見てから子供を授かったので、その観音様への感謝の気持ちを込めて一中寺を建てたと言われています。それにちなんでこのお寺自体も池からまっすぐにそびえる蓮の花をイメージして作られています。装飾でも蓮の花があちこちで表現されていて、池にも蓮の花が咲いています。次に15分ほど歩いて世界遺産のタンロン城跡に来ました。タンロンとはハノイの昔の地名で、1010年から1804年までタンロンに都が置かれていました。今いるタンロン城跡は当時ベトナムの王朝のお城があった場所です。実はタンロンに都が置かれる前、ベトナム北部は中国からの支配を1000年以上受けていたんですが、その長い支配を終わらせたのがリー朝という王朝です。リー朝は中国の支配の拠点だった場所に漢字で昇る龍と書いてタンロンという名前をつけ、ここにお城を建てました。ちなみに一中寺を建てたリー・タイトンもリー朝の皇帝でした。その後王朝は何度か変わりましたが、800年にわたりほぼ一貫してタンロンに都が置かれていました。19世紀に入ると都は中部のフエに移り、タンロンの地名はハノイとなりました。そしてフランス植民地時代になると、お城のほとんどの建物が取り壊されてしまいました。かつては正方形の城壁に囲まれていて、今は街中を歩いてもその名残はあまり感じられませんが、上から見ると今でも名残が感じられます。そんな中で現存する重要な建物の一つがこちらのドアン門という正門です。ドアン門が初めて建てられたのはリー朝時代ですが、今あるのは15世紀に建てられ、19世紀に改修されたものです。真ん中の大きな入り口は皇帝専用で、その両側の入り口は宮廷の職員や皇族が使っていました。ドアン門の裏側には1999年に発掘された遺跡があり、ガラスの床越しに見ることができます。ここで面白いのが、異なる時代の遺跡が同じ場所に重なっていることです。地表から 1.2 メートルの深さには広範囲に石が敷き詰められていますが、これは16世紀から18世紀にドアン門の裏が中庭として使われ舗装されていた時の遺跡です。さらに地表から 1.9 メートル深いところにはドアン門の真ん中を通るレンガでできた細い道があります。こちらは13世紀から14世紀の遺跡と言われていて、道の両端にレモンの花模様が描かれているそうです。このようにタンロン遺跡は各王朝時代の遺跡が重なっているのが特徴です。今でも発掘調査が行われているので、また新たな遺跡が見つかるかもしれません。ドアン門では2階に登れるので登ってみました。2階には黄色を基調としたお城の雰囲気が感じられる立派な建物が建っています。ここからの眺めはとてもよく、お城の壮大さを実感できます。奥には国旗掲揚塔が見えますが、こちらもフランス植民地時代より前から現存する数少ない建物の一つです。フエに都が置かれていた1812年に建てられ、ハノイのシンボルの一つとなっています。ドアン門を抜けた後の道も緑の木々とたくさんの提灯があり、ベトナムらしい風景になっています。奥に歩いていくとキンティエン殿という重要な建物の遺跡があります。キンティエン殿は皇帝の宮殿で、国の重要な行事が行われるお城の中心的な場所でした。しかしフランス植民地時代に建て替えられ、今は基礎の部分と石の階段だけが残っています。階段では皇帝の権力を象徴する竜が美しく彫刻されていて、1467年に建てられて以来、比較的無傷のまま残っています。戦争や植民地時代が長期間続いたベトナムで、15世紀に作られたものがそのまま残っているのはかなり貴重だと思います。階段の上のキンティエン殿が建っていた場所には、今もフランス植民地時代に建てられた建物があります。一見キンティエン殿らしきものが建っているように見えますが、こちらはパネルになっていて、その後ろにフランス様式の建物が見えます。
さらにこの建物では近畿塩田の発掘調査の跡がそのままむき出しで展示されています。15世紀以降の3つの王朝が建築した跡が3メートルを超える層になって重なっています。普段遺跡を見るときって地上の建物や博物館に展示された遺物が多いと思うんですけど、現に地中に埋まっている遺跡を見るとよりリアリティが感じられて見入ってしまいました。しかもこの発掘調査は2023年に行われたばかりだそうで、本当にリアルタイムで遺跡が見つかっているんだなと思いました。タンロン城跡は他にもベトナム戦争で作戦会議室として使われていた建物や昔の建築物の装飾などが展示された博物館、2002年に発掘された様々な時代の遺跡などもあり、ハノイの歴史が詰まった見応えのある場所でした。次にバイクに乗って旧市街へ向かい、ベトナム料理が食べられる人気のレストランに来ました。私はこのお店でハノイ発祥のエッグコーヒーと同じくハノイ発祥のブンチャーという料理を注文しました。エッグコーヒーとはコーヒーの上に卵黄と加糖練乳を泡立てたクリームを乗せた飲み物です。ご覧の通り上の部分はすごくとろっとしています。一旦上のクリームだけすくって味わってみます。めちゃくちゃクリーミー。クリーム状のプリンっていう感じですかね。こんな感じでめちゃくちゃクリーミーなんですよ。すごい。次に上のクリームと下のコーヒーを混ぜて飲んでみます。このように混ぜて飲むのが一般的な飲み方みたいです。コーヒーめっちゃ苦いです。一瞬上の卵の部分で甘いってなるんですけど、その後すぐコーヒーの苦いがきます。結構面白い味ですね。実はエッグコーヒーは1946年にハノイの小さなカフェで誕生しました。当時戦争の影響でミルクが入手困難だったので、ミルクの代わりに卵黄を使ってみたのが誕生のきっかけです。すごい革新的なアイデアですよね。さらにこちらがブンチャーです。ブンチャーのブンは米麺、チャーはグリルで焼いた豚肉という意味で、ブンチャーとは米麺や豚肉をたっぷりの野菜と一緒に甘酸っぱいタレにつけて食べる料理のことを言います。なんと2016年にアメリカの大統領だったオバマさんもハノイでブンチャーを食べていて、そのことが報道されてから国内外でブンチャーを食べたいという観光客が増え、ブンチャーを出すお店も増えたそうです。ブンチャーはベトナム風つけ麺と言われることもよくあります。一般的にはこのように大きな器に豚肉とスープが入っていて、そのスープに麺や野菜を入れてつけ麺のように食べるのが一般的な食べ方だと思います。ただこちらのお店ではライスペーパーを使って食べるみたいです。店員さんが食べ方をわざわざ実演して丁寧に教えてくれました。このようにライスペーパーの上に野菜、米麺、豚肉などの具材を食べやすい大きさにして乗せてしっかり巻きます。最後にタレをつけて完成です。No problem, no problem. じゃあまずは先ほど店員さんが作ってくださったこちらをね食べたいと思います。これは超美味しいですね。薄くてもちもちしたライスペーパーと中の野菜とビーフンと豚がめちゃくちゃよく合ってますね。本当に美味しいです。続いて私も作ってみたいと思います。なんかお花みたいに可愛いお肉もここに入れます。これ巻くの難しい。寿司みたいに巻くって言われたんですけど、でもなんかいけたかな。これをソースにつけて、自分でも美味しく作れました。ドラえもんハウスに
いつか行ってみたいって言ってました。One Piece nè, Doraemon nè, Pokemon nè. Cái gì thì mà chắc đã là tiếng nhỉ? Sailor Moon. あ、セーラームーン。こちらのお店は食事が美味しく、店員さんも親切で日本の話をたくさんしてくださいました。ベトナム旅行の中でも特に印象的だったお店の一つです。続いてさっきのお店から10分ほど歩いてホアンキエム湖という湖の方へ向かいます。ホアンキエム湖の前にはドンキンギアトゥック広場という大きな広場があります。この広場は交通量が多い上に信号が少ないので横断歩道を渡るのが大変です。私はこの横断歩道を渡りたかったんですけど、他に歩行者もいなくて怖かったので諦めました。なので少し遠回りして信号がある小さな横断歩道を経由して渡りました。地球の歩き方によると横断歩道はゆっくり歩けばバイクが避けてくれるそうなので、左右をしっかり確認した上でゆっくり渡るのが良さそうです。無事広場を通り抜けてホアンキエム湖に着きました。ホアンキエム湖はその近くにある本川が氾濫してできた湖で重要な観光地であり、地元民の憩いの場にもなっています。自然にあふれていて水が緑色に見えるのが特徴です。すごく穏やかで向こう側の騒がしい広場との対比がすごいです。実はホアンキエム湖という名前は漢字では返された剣と書くんですが、その由来にはこのような伝説があります。時を遡ること15世紀初頭、ベトナムは再び中国の支配下に置かれました。当時のベトナムの皇帝レロイは独立を回復すべく中国と戦いましたが、苦戦を強いられていました。そんな中、レロイは魔法の剣を手にしました。その剣の刃はレロイの軍隊に加わった漁師の網に引っかかったもので、柄の部分はレロイが森の中で見つけたものです。レロイはその剣によって大きな力を手に入れ、中国に見事勝利し、ベトナムの独立を回復することができました。そうしてベトナムに平和が訪れた後、レロイは現在のホアンキエム湖で船に乗りました。するとレロイの前に突然大きな亀が姿を現し、使命は達成されたので剣を返してくださいと言いました。それを聞いたレロイが剣を差し出すと、亀は剣を口にくわえ、水の中に消えていきました。このような伝説から返された剣の湖という意味でホアンキエム湖と呼ばれるようになったんです。正直この伝説には非現実的だなと思う部分もありますが、15世紀初頭にレロイが中国を倒し独立を回復したのは事実です。またあちらに赤い橋が見えますが、橋の先には玉山寺というお寺があります。玉山寺の方に行くと実際にホアンキエム湖にいた巨大な亀などが見られるので行ってみましょう。こちらが玉山寺の入り口です。玉山寺は19世紀に建てられ、中では学問の神様、武道の神様、医学の神様、そしてモンゴルからの侵攻を撃退した英雄が祀られています。入り口の門の左には豊かさを意味する禄、右には幸福を意味する福という漢字が書かれています。さらに縦書きの黒い文字では追蓮という左右で一対の詩が書かれていて、内容は儒教の思想に基づいています。追蓮も儒教も中国から来たものなので、中国の影響が強く感じられます。門を抜けると石の山の上に建てられたペンタワーという石の塔があります。こちらには赤い字で青空に書くという意味の漢字が書かれています。塔の名前とそこに刻まれた文字の通り、ペンの先が空にまっすぐ突き出ているように見えるのが印象的です。さらに奥に行くと左に虎、右に竜が描かれた門があり、こちらにも追蓮が書かれています。ここで面白いのが、動物が平面の絵ではなくて立体的に彫刻されてるんですよね。特に虎の顔は20センチくらい前に突き出ていて躍動感があります。この門では科挙という昔の官僚になるための試験に合格した人の名前が貼り出されていました。この門の動物や追蓮も儒教に基づいて学問の徳の高さを称えていて、試験に合格した優秀な人々を象徴しています。さらに奥には3つ目の門があり、硯の台という漢字が書かれています。門の上には硯が乗っていて、なんと太陽が昇るとペンタワーの影が硯の上に来るようになっています。学問の神様が祀られているだけあって、学問の道具にちなんだ建物があり、さらにそこに影を使った仕掛けがあるのは面白いなと思いました。
門を抜けると先ほど遠くから見えた帝福橋という橋があります。この橋の赤い色は生命力や幸福を象徴しています。日本の神社でも生命力や魔除けの意味で赤が使われることが多いので、少し似ているところがありますよね。またこちらに漢字で朝日の住む橋と書いて帝福橋と書かれているんですが、橋の名前には朝日が差す橋という意味が込められています。そしてこの橋からは小さい島とその上に建てられた小さい建物が見えます。この建物は先ほど紹介した伝説にちなんで亀の塔と呼ばれていて、19世紀の終わりに建てられました。ベトナムとフランスの建築様式が融合していて、人々が足を踏み入れることはほぼないので、独特の神秘的な美しさが感じられます。橋からは木々に囲まれた大きな保安キレム湖を見渡すことができ、とても気持ちがいいです。さらに橋を渡った先にも門があります。門の左には保安キレム湖の伝説に出てきた剣を背負った亀が描かれていて、門の左には中国から伝わる八角形の図形を背負った竜が描かれています。そして門を抜けて奥に進むと本島にたどり着きました。中は撮影禁止だったので映せないんですけど、先ほどお話しした通り、学問、武道、医学の神様とモンゴルの侵攻を撃退した英雄が祀られていました。また本島の前にはチャンバディンという建物があります。建物の名前には波を鎮めるという意味が込められているんですが、ここでいう波とは外から来る悪い文化という意味です。チャンバディンが建てられたのはフランスの支配が始まってからなので、フランス文化の波を鎮めるという意味で湖に面して建てられたと考えられています。さらに本島の左にある部屋にはホアンキエム湖で発見された大きな亀の剥製が2匹展示されています。こちらの亀は上海花すっぽんという種類で、1968年に発見され2015年に亡くなりました。この亀かなり大きくて、発見当時は体長が2メートル、幅が 1.2 メートル、体重が250キロもありました。寿命は100歳を優に超えると言われていて、これがレロイが剣を差し出した伝説の亀なんじゃないかとも言われています。ただその伝説は600年近くも前の話なので、さすがに違うんじゃないかという感じもしますが、どうでしょう。そして奥には同じ種類の亀がもう1匹展示されています。この亀はホアンキエム湖で最後の上海花すっぽんだったんですが、2016年に亡くなりました。さっきの亀より一回り小さくて、体長は 1.8 メートル、幅が1メートル、体重は169キロだったそうです。こちらの亀の方が顔や体の色がはっきりと見えますね。上海花すっぽんは甲羅がレザーのように滑らかで、首が長いのが特徴です。また豚のような大きい鼻とギョロッとした目を持つ顔はスター・ウォーズのエイリアンのようなユニークさがあります。こんな亀が湖から突然出てきたらさぞかし驚くでしょうね。実はこの上海花すっぽんは絶滅寸前で、ホアンキエム湖では全て死んでしまい、世界でもたったの 2,3 匹しかいないんです。その上ベトナム人にとっては伝説にまつわる亀ということで、歴史的にも文化的にも重要です。なのでこれらの剥製はすごく大切に保存されていて、ガラスや照明、空調なども最新の技術が使われています。続いて旧市街を散策したいと思います。ハノイにおける旧市街とは、ハノイに都が置かれていた時代に商業の町として栄えたエリアのことを言います。旧市街の大きな特徴の一つが、特定のジャンルのお店が一つの通りに集中していることです。例えばこちらの繁忙通りでは裁縫道具のお店が集中して並んでいます。両側どこを見ても裁縫道具が売られているので、なんだか不思議な感じがします。実は繁忙通りという名前は商品名に由来していて、繁は商品、忙は竹かごという意味です。竹かごのお店は今はほぼありませんが、フランス植民地時代まではこの通りに集中していました。この繁プラス商品名という名前の通りは旧市街で多く見られ、銀製品が販売されているハンバッグ通り、マットが販売されているハンチエウ通りなどもあります。商品のジャンルも幅広いですよね。特に印象的だったのが、お祭りの装飾が販売されているハンマー通りです。旧正月の飾りがこれでもかというほど売られていて、通り全体が真っ赤でギラギラしていました。
しかもこの真っ赤な通りの中で渋滞が発生していて、ベトナムならではのカオスな雰囲気を味わえました。旧市街ではこのように一つのジャンルに特化した通りが網の目のように入り組んでいるので、角を曲がるたびに光景がガラッと変わって面白いです。さらにこちらはターヒエン通りという旧市街で一番の繁華街です。夜は飲み屋街となって路上がテーブルと椅子で埋め尽くされ、観光客でごった返すそうです。古い洋風の建物が並んでいますが、これもフランス植民地時代の影響です。ここら辺は許可なく取り壊しや建て替えができないので、フランス植民地時代の風景が今も保たれています。また旧市街では1階はお店、2階以上は住宅というショップハウスという形式の建物が多いです。この建物をよく見ると面白いんですが、右側の面はフランスっぽいのに、左側の面はフランスっぽくなく、ごちゃごちゃした感じがしませんか？実はベトナムでは住民が自らの手で建物を増築することが多く、この建物のバルコニーや日よけなど今見えているものの多くは住民が増築したものだと思われます。最上階では鉄格子で空間が拡張され、植物も外壁を覆うように大胆に植えられていて、日本では考えられないほど自由にカスタマイズされています。ベトナムではこのような建物があちこちにあって、それがベトナムならではのカオスな景観を生み出しています。増築が行われる背景としては、フランス建築がベトナムの気候に適さないことや、戦後の経済成長によって生活が豊かになり、既存の設備では不十分になったことが挙げられます。建物の老朽化に加え、素人が増築するのは危険ですが、借りられたお金や空間の中で最大限の工夫を凝らすベトナム人のクリエイティビティには驚かされました。ターヒエン通りから5分くらい歩くとドンハーモンがあります。昔タンロンという地名で都が置かれていた時、旧市街は城壁に囲まれていて16個の門が設置されていました。なんとこちらのドンハーモンはその中で現存する唯一の門です。今あるのは1804年に再建されたもので、これまで数々の戦争や水害を乗り越えてきました。1873年にはフランス軍がこの門から侵攻してきて、クアンチュオンという人物と兵士100人がフランス軍と戦って亡くなったと言われています。ドンハーモンはその人物の名前にちなんでクアンチュオン門とも呼ばれています。そんな歴史的に重要な建造物ですが、今ではたくさんのバイクが行き交い、歴史の変遷を感じます。続いて旧市街にあるドンスアン市場に来ました。ドンスアン市場は1889年にフランス政府によって初めて建てられたんですが、1994年に火災が起きたので再建されました。ハノイ最大級の市場なので中はとても広く、食品や衣類など様々な商品が売られています。3階建てで1階の真ん中には噴水広場があります。噴水広場は憩いの場として作られたのかもしれませんが、そんな雰囲気はあまりなく、ものすごく乱雑に物が置かれています。さらにこちらのお店では棚を使わずに大量の靴が置かれてるんですけど、よく見るとジェンガのように規則正しくきれいに重ねられています。日本ではなかなか見られない面白い光景だなと思いました。そして私はドンスアン市場の近くのお店でアボカドスムージーを飲むことにしました。アボカドスムージーはミキサーにアボカド、練乳、氷を入れて作ります。アボカドスムージーって日本ではなかなか見ないので一度飲んでみたかったんですよね。しかも1杯200円くらいなので日本のスムージーと比べるとかなり安いです。そして気になるお味はびっくりするくらいクリーミーで超美味しかったです。程よい甘さで濃厚なんですけどくどくなく、いい意味でアボカド感があまりなかったです。今まで味わったことないような味だったので、皆さんも機会があったらぜひ飲んでみてください。そんな感じで旧市街を歩いていたら、まだ18時前なんですけど、外が暗くなっていました。今ナイトマーケットの準備が行われていて、この通りは歩行者天国になるので、後でまた来たいと思います。次にホアンキエム湖のそばにあるタンロン水上人形劇場というところに来ました。今からこの劇場でベトナムの伝統的な水上人形劇を見たいと思います。入り口の階段を登った先には様々な人形とクリスマスの装飾が吊るされていて、このカオスな感じがベトナムらしいなと思いました。
今から見る水上人形劇はその名の通り水面を舞台にした人形劇なので、舞台には水が張ってあります。この水面が舞台っていうのが面白いんですけど、もともとは今から1000年以上前の11世紀にハノイを流れる本川周辺の水田で農民たちのアイデアによって始まったそうです。なので演目のテーマもベトナムの田舎の生活が多いです。公演は1回50分程度で演目は17個もあるんですが、一つ一つは3分から5分くらいで短いのでテンポよく楽しめそうです。今お聴きいただいている通り、公演の初めにはベトナムの伝統的な楽器の独奏があります。ベトナムの田舎の静けさや穏やかさが感じられるとても素敵な演奏ですね。そして幕の中から人形が出てきました。この人形はテウさんという人形劇で一番有名なキャラクターです。ふくよかな体にふんどしを身につけ、頭から毛束が2本生えているのが特徴です。ひょうきんな性格で年齢はこう見えて8歳だそうです。何を言っているのかはわかりませんでしたが、テウさんは司会者なので多分始まりの挨拶をしてくれたんだと思います。その後、数々の寸劇が行われます。水しぶきや火花を使ったダイナミックな演出が素晴らしいです。水上人形劇はこのような演出の幅広さと水面下に人形を操るための道具を隠せることが特徴です。ちなみに人形を操る人たちはこの幕の裏で腰までの高さの水に浸かりながら操っています。人形の操作の習得には簡単なものでも1年、複雑なものは5年も練習が必要と言われていて、それくらい高い技術によって人形劇が繰り広げられているわけなんですね。人形一つ一つに命が宿っているかのような躍動感とコミカルな動きがあって見入ってしまいます。こちらはカエルを釣ろうとしている様子を表現しています。一生懸命釣ろうとするもなかなか釣れません。そしてやっと釣れたと思ったら蛇に取られそうになります。でもなんとか逃げ切れたようですね。水上人形劇で一番有名な演目がこの動画で何度か出てきたホアンキエム湖の伝説です。レロイが船に乗っているところから亀が現れ、亀が剣を返してくださいと言い、レロイが剣を返すところまで忠実に再現されています。セリフと演奏があることで臨場感が感じられ、伝説がより印象深いものになりました。他にも多種多様な演目があり、見応えたっぷりです。生演奏と人形、そして人形同士の息がぴったりなのも素晴らしいですね。実はこの劇場では1日5回、年中休まず公演が行われています。年間の公演数は2000回を超え、アジアで最も公演数が多い劇場という記録も持ってるんです。この劇場は1969年に建てられ、50年以上の歴史があるんですが、一時期は観光客が少なく、水上人形劇の文化が途絶えそうになった時期もありました。しかし、この文化を広めたいというベトナム人の絶え間ない努力によって、今では国内外から観光客が集まるようになり、そのニーズに応えるために公演数も増えたんだそうです。最後に幕の中から人形使いの方たちが出てきました。人形劇をするためには人形使いや演奏者だけでも20人くらいの人たちが関わっていたことがわかります。しかも圧倒的な練習量と高い技術が必要なのにもかかわらず、年に2000回以上も公演できているのは本当にすごいなと思いました。人形劇が終わった後、隣に座っていたフランス人夫婦が話しかけてくれて、感動を共有できたのはいい思い出です。公演が終わって劇場を出ると、ホアンキエム湖前の広場が歩行者天国になっていました。毎週金土日の夜はホアンキエム湖周辺は歩行者天国になるみたいです。そしてこちらにはホアンキエム湖が見えます。お昼に来た時も綺麗でしたが、夜はそれ以上に綺麗です。橋と木々が鮮やかにライトアップされていて、その光が池に反射しているのが美しいですね。もう少し夜景を楽しむために改めて玉山寺の入り口に来てみました。ここには昼間も来ましたが、全く違った雰囲気になっています。ここからはお金を払わないと入れないんですけど、橋の向こう側を覗き見ることができました。カラフルに頻繁に色を変えながらライトアップされています。静寂に包まれた湖の奥には亀の塔も神秘的に輝いています。
夜のフォアンキエム湖も素晴らしかったです。旧市街の方に歩いていくとうっすら音楽が聞こえてきました。音が聞こえる方に行ってみると5人のミュージシャンが路上で演奏していました。サックスの音色が印象的な素敵な演奏ですね。しかも女の子のダンスもついています。ミュージシャンが楽しそうに演奏し、それに合わせて女の子が自由に踊り、それを大勢の人が温かく見守っています。そんな空間はこの上なく平和で、とても幸せな気持ちになりました。女の子はしばらくすると突然踊りをやめて、お母さんのもとへ勢いよく走り去っていきました。また印象的だったのは、大人も子供もベトナム人も外国人もいろんな人がチップを入れていたことです。私はあまりチップを入れたことがないんですが、一つの演奏をいろんな世代や国籍の人が楽しみ、その対価として快くチップを入れている様子はとても素敵だなと思いました。私も見習って少額ながらチップを入れました。次に旧市街で開かれているナイトマーケットを見てみたいと思います。ナイトマーケットは毎週金土日の夜にホアンキエム湖周辺からドンスアン市場まで約800メートルにわたって開催されます。この通りはいつもはバイクや車がたくさん走ってるんですけど、ナイトマーケットの時は歩行者天国になり、服や雑貨、食べ物などの屋台がずらーっと並びます。このナイトマーケットで印象的なのが、木や竹などの自然素材を使った小物がたくさん売られていることです。どれも手作り感があって温かみがあり、デザインも可愛らしいものばかりです。こちらはクイリングアートという細長い紙を巻いて作られたアートです。この手法はマグネットの絵にも使われていて、とてもおしゃれですよね。そして私が一番心を惹かれたのがこちらのぬいぐるみたちです。このようなお花のぬいぐるみってなかなか見ないと思うんですけど、これだったら枯れないのでいいなと思いました。さらに動物のぬいぐるみがお花に見立てて作られているのもありました。お花のように花瓶に刺して飾れるのがめちゃくちゃ可愛いですし、斬新だなと思いました。あと芸術的で立体的なポストカードもたくさん売られていました。ベトナムらしい風景が綺麗に描かれていて素敵です。日本のアニメキャラクターの商品も結構あって、日本のアニメの影響力を知ることができました。30分くらい歩いているとやっと終点のドンスアン市場に着きました。私はお昼にマンゴースムージーを飲んだお店で、今度はケムソイというスイーツを食べることにしました。ケムソイとはおこわとアイスクリームを組み合わせたものです。こちらは定番のケムソイなんですけど、ココナッツアイスクリームにココナッツフレークがトッピングされていて、アイスクリームの下におこわがあります。おこわは緑色をしていますが、これはパンダンリーフという植物が使われているからです。おこわもアイスも好きな私にとっては最高のスイーツでした。今日は最後にハノイ大教会を見に来ました。ハノイ大教会はフランス植民地時代の1886年に建てられたハノイで一番古い教会です。パリのノートルダム大聖堂をモデルに作られています。クリスマスはもう終わってるんですけど、ベトナムでは2月の旧正月までクリスマスの装飾を続けることが多く、運よくクリスマス仕様のライトアップを見ることができました。ベトナムの旅行中、ライトアップされた建物をいろいろ見てきましたが、その中でもこの教会は特に幻想的で感動しました。教会はもう閉まっているので外観しか見られないんですけど、教会の周りを歩くことはできます。教会を横から見ると、教会の大きさや荘厳さがより深く感じられます。ステンドグラスも美しいです。実はこの教会が建てられる前、この場所には巨大な仏教寺院が800年以上も建っていました。なのでこの場所は今まで1000年近くにわたって仏教やキリスト教といった宗教の中心であり続けています。ということでハノイの観光はこれで終わりにしたいと思います。ベトナムの首都としての深い歴史をたくさん感じられた一日でした。さて、ベトナム旅行8日目はハロン湾を豪華客船でクルーズする1泊2日のツアーに参加します。ハロン湾はベトナムを代表する景勝地で、この旅行で訪れる最後の観光地となります。
今回のツアーではハノイの旧市街にあるホテルから送迎してくれるサービスをつけられたので、それを利用してハロン湾へ向かいます。バスの座席はこんな感じでかなり乗り心地がいいです。乗客は他に2組いるので、全ての乗客をピックアップしてから旧市街を出ます。その後2時間半くらいバスに乗ってハノイから150キロ離れたクルーズ船の乗り場まで向かいます。ハロン湾は日帰りツアーもあるんですが、私はずっと前からハロン湾に行きたいと思っていて、せっかく行くなら存分に楽しみたいと思ったので、思い切って一泊することにしました。しばらくするとハロン湾を思わせるような不思議な形をした岩が見えてきました。そして本土とハロン湾の島を結ぶ大きな橋を渡り、クルーズ船の乗り場に到着です。こちらの施設で乗船手続きをして荷物を預けたら1時間ほど待ちます。ここはトゥアンチャウ島という島で多くのハロン湾クルーズの出発地点となっています。クルーズ船がずらーっと並んでいて、私も今から乗るんだと思うとワクワクします。しばらく待った後はいよいよクルーズ船に乗り込みます。ちなみに今回乗るクルーズ船の名前はアリサプレミアクルーズです。ハロン湾のクルーズ船は他にもパラダイスやバーヤなどいろんな種類があります。今回乗るアリサはそれらと比べて船の豪華さは少し劣るかもしれないんですけど、ツアー内容はほぼ同じで安かったのでアリサにしました。料金は送迎も合わせて4万円くらいです。案件ではありませんが、参考までに概要欄に URL を貼っておきます。クルーズ船は4階建てで、内装は上品で高級感があります。まずは2階に上り、ウェルカムドリンクをいただいて昼食の会場に案内されました。海が見える大きな窓に囲まれた開放的な空間でとても豪華です。あまりの豪華さに私がこんなところにいていいのかなと何度も思いました。席に座ると客室のカードキーを渡されました。荷物はすでに客室に運んでくれているようです。スケジュール表も渡されたんですが、ハイキングやカヤック、料理教室などご飯以外にもコンテンツが盛りだくさんです。持ち物とかも丁寧に書いてあって分かりやすくて助かります。そして英語が堪能なガイドさんによる挨拶があり、その後は昼食のお時間です。昼食はビュッフェ形式で、シェフが丁寧に作り上げたベトナム料理をはじめとするいろんな国の料理を楽しむことができます。エビやイカを使った海鮮料理や鶏肉や牛肉、豚肉を使った肉料理、スープ、果物、デザートなど料理の種類が豊富でどれも美味しそうです。実際に食べてみると料理一つ一つが本当に丁寧に作られているんだなと感じる味で感動しました。エビやイカは新鮮でプリップリでしたし、サラダのドレッシングも果物の甘みが感じられる上品な味でした。あとはチンゲン菜の料理もあったんですけど、太い茎が柔らかく煮込まれていて甘みが詰まっていて、チンゲン菜って茎までこんなに美味しく食べられるんだと思いました。さらに豚の角煮も食べたんですけど、お肉がプルップルで柔らかくて味が染みていてめちゃくちゃ美味しかったです。昼食を食べている間も船は進んでいて、窓の外にはハロン湾らしい景色が見えてきました。昼食の後は早速客室を見てみようと思います。今回私が予約したのはシニアスイートというお部屋です。上品で高級感があり、木の温かみが感じられる素敵なお部屋ですね。そしてカーテンの向こう側にはバルコニーがあり、ハロン湾の景色を間近で楽しむことができます。こちらの部屋のバルコニーは左右に仕切りがあってプライベートな空間になっています。椅子と机もあるので腰をかけてゆったりできるのがいいですね。岩が近いですね。すごい。カーテンを開けばバルコニーに出なくても部屋から綺麗な景色が見られるので最高です。部屋の中にはインスタントコーヒーやミネラルウォーターが置かれていて、テレビやエアコンもついています。ガウンや金庫もあり、ちゃんとしたホテルにあるような設備が一通り揃っています。続いてバスルームを見てみましょう。こちらも高級感がありますね。お風呂はジェットバスになっています。お風呂の上には窓があって、お風呂に入りながらハロン湾の景色が見られるようになっています。贅沢ですね。
歯ブラシやシャワーキャップなどのアメニティもありますし、シャワールームも綺麗です。素晴らしいお部屋だなぁと思いながら外を眺めていると、アクティビティの時間が近づいてきたので、今から外に出ます。最初のアクティビティで向かうのはティートップ島という島です。クルーズ船から乗り換えてこちらの小さい船で向かいます。ティートップ島はハロン湾の主要な観光地の一つで、多くのクルーズ船が立ち寄ります。ティートップ島の外観はこんな感じで、急斜面の山と白い砂浜のビーチがあるのが特徴です。またティートップ島の山頂には展望台があるので、今回はそこに登ってみます。ティートップ島に着きました。ティートップ島に着くと最初に目に入るのがこちらの石像です。この人物はゲルマン・チトフというソ連の宇宙飛行士で、人類で初めて宇宙で食事をし、宇宙酔いを経験した人でもあります。そんな彼は1962年、ベトナムの元大統領であるホーチミンさんとこの島を訪問しました。ホーチミンさんはそれを記念して彼の名前にちなんでこの島をティートップ島と名付けたのでした。そして今から400段の階段を上り、標高110メートルの山頂にある展望台に向かいます。結構人が多く、ところどころ渋滞しています。急な階段が続きますが、ちゃんと整備されているので比較的登りやすいです。登っている途中でハロン湾の絶景の一部が見えました。ここから見るのも綺麗ですが、階段はまだまだ続きます。行き交う人に注意しながら登っていきます。時々木々の間から見える景色が綺麗です。10分くらい階段を登っていると展望台が見えてきました。展望台に到着です。展望台からは360度景色を見渡せるようになっています。そして展望台からの景色はこちらです。エメラルドグリーンの海と無数に点在する不思議な形の岩が柔らかい日差しに照らされています。神秘的で壮大で、一度見たら目が離せなくなるような本当に素晴らしい景色です。ハロン湾で面白いのが、この独特な景観が5億年もかけて作られたことです。実は5年前、今見えている岩たちは海の底にありました。これらの岩はもともと海洋生物の死骸が海に沈んで積み重なってできたもので、1000メートルを超える石灰岩の層だったんです。その後地殻変動が起きたことで、分厚い石灰岩の層が海面上に現れました。さらに気候が高温多湿なので、雨などで浸食が進み、今のような不思議な形の岩がたくさんできました。ハロン湾はそんないくつかの要因が重なり、人類の歴史とは比べ物にならないほど果てしない年月をかけて生み出されたわけなんですね。もちろん今私がいるティートップ島も5億年かけて形成された石灰岩の一つです。そう思いながらハロン湾を見ると、この景色の貴重さと自然の壮大さが深く感じられます。またハロン湾は太陽の位置や明るさによって異なる表情を見せるのが特徴です。私がいた20分の間でも景観が刻々と変わっていくのを感じました。さらに反対の方面を見るとまた違った趣があります。先ほどと同じく海に岩が点在していますが、逆光によって影が強調され、水墨画のような美しさがありますね。展望台からの景色を楽しんだ後は下山してビーチを見てみます。このビーチでは海の向こう側に岩が点在しているので、普通のビーチではなかなか見られない景色が楽しめます。ちなみにこのビーチでは海水浴ができて、パラソルやデッキチェアも並んでいます。ただ今はだいぶ涼しいので、海水浴をしている人は少なめですね。ティートップ島のビーチは小さいですが、細かくて白い砂浜と青く澄んだ海水が特徴です。砂を触ってみると本当にサラサラでした。私は海に入りませんでしたが、ビーチをぼーっと眺めるだけでも心が癒されました。次はまた船に乗ってカヤックをしにルオン洞窟というところに移動します。エメラルドグリーンの海を小さな船で渡るのはとても清々しいです。移動中の景色もすごく綺麗で、ずっと見とれていました。
大きな岩の近くを通っていきます。岩を遠くから眺めるのもいいですが、近くで見ると迫力がありますよね。長い年月をかけて浸食された跡がはっきりと見え、細部の美しさに心を奪われます。海面に近い部分も深く削られていて、海による浸食も進んでいることがわかります。なんといっても5億年の歴史がありますから、自然の力って本当にすごいですよね。カヤックの乗り場に到着です。カヤックは1台2人で乗るんですけど、私は1人で参加していたので、他のツアーメンバーであるトムと一緒に乗ることになりました。トムはベトナム出身の親を持つアメリカ人で、両親と弟、そして弟のパートナーと一緒に5人でツアーに参加していました。トムはすごくいい人で、私がカメラを持ってるからと言い、前に座らせてくれました。Maybe I'm not good at kayaking. Thank you. 前に見えているのがルオン洞窟で、そこに向かって漕いでいきます。ルオンという名前はベトナム語でくぐるという意味で、その名の通り洞窟に入るにはトンネルをくぐる必要があります。そしてそのトンネルがこちらです。ものすごく小さいですよね。もっと近くまで行ってみましょう。トンネルが近づいてきました。なんとこのトンネルは自然にできたもので、水の流れによって浸食されてできました。トンネルの高さは3メートル、幅は4メートルで、小型のボートでしか通れないようになっています。幅が狭いので漕ぐのも結構難しく、同じ観光客が乗っているボートに2回もぶつけてしまい、ご迷惑をおかけしました。トンネルの長さは100メートルあり、意外と長いです。他のボートと適度に距離を取りながら根気強く前へ進んでいきます。だんだんトンネルの向こう側の景色が見えてきましたね。そしてトンネルを抜けると山に囲まれた湖にたどり着きます。これがルオン洞窟の面白いところで、上から見るとこのように全方面山に囲まれています。そしてこの湖が海とつながっている唯一の場所が、さっき通り抜けた狭いトンネルなんです。この湖もその入り口となる狭いトンネルも全て自然に作られたわけなので面白いですよね。さらにこの湖は多種多様な生物がいるのも特徴です。水中にはエビやカニ、イカなどが生息し、山には猿をはじめとする野生生物が生息しています。この映像だと分かりづらくて申し訳ないんですが、運よく野生の猿を見ることができました。湖は1平方キロメートルあるので結構広くゆったり楽しめます。山に囲まれているのでとても静かで心が安らぎます。湖を楽しんだ後はまたトンネルを通って洞窟を出ます。自然の壮大な歴史に思いを馳せながら通っていきます。トンネルを抜けると青空に湖が反射していてとても綺麗でした。そしてカヤックの乗り場に無事帰ってきました。今回のカヤックで膝の上までがっつり濡れてしまったので、もっと乾きやすい服装で来ればよかったなと思いました。カヤックの後はまたこちらの船に乗ってクルーズ船まで移動します。移動中の船の中でさっき一緒にカヤックをしたトムの両親が私に話しかけてくれました。両親もすごくいい人たちで、いろんな話をした後、この後のツアーの時間は私たち家族と一緒に過ごしなよと言ってくれました。私はもともとこのツアーで一緒に過ごす仲間ができると思っていなかったので、そう言ってもらえてすごく嬉しかったです。また船からはさっき展望台に登ったティートップ島が見えます。さっきはあんなところにいたんだなぁとしみじみとした気持ちになりました。アクティビティから戻った後は夕日を見に4階にあるサンデッキに来てみました。360度ハロン湾の景色に囲まれていて開放的で気持ちいいです。仲間と談笑できるようなスペースやデッキチェア、ゆりかごまであります。2階の先頭にはプールもあり、いろんな楽しみ方ができますね。ちなみにこの時間のクルーズ船はしばらく同じ場所に留まっているみたいで、他にも停泊しているクルーズ船が見えますね。もともとここには夕日を見に来たわけですが、曇っているのであまり見えませんでした。でも夕暮れ時の柔らかい光に包まれたハロン湾も素敵なので、見に来てよかったと思います。
客室で20分休憩した後、外に出るとすっかり暗くなっていました。ハロン湾の岩の真っ黒いシルエットが海に浮かんでいるのが神秘的ですし、クルーズ船もライトアップされていて綺麗ですね。プールもライトアップされていて、よりゴージャスな雰囲気になっています。サンデッキではこれから料理教室とサンセットパーティーが始まります。料理教室ではベトナムの伝統料理である生春巻きの作り方を教わります。具材には米麺、きゅうり、人参、パイナップル、卵、ソーセージ、エビなど全部で9種類も用意されていて、それらを適量ずつ取ってライスペーパーで包みます。ガイドさんの説明の後、私も生春巻きを作ってみます。If you put too much noodle, it's not really nice. Okay, center? Put the center. Okay, Pineapple. pineapple. 2 is made. Two, okay. No, just spread it like this. And Oh, then you put thank you. it inside. 生春巻きって具材を包むだけのシンプルな料理に見えますが、具材を乗せる順番や乗せ方を工夫する必要があるので、意外と難しいなと思いました。具材の種類が多いのでついたくさん乗せたくなりますが、乗せすぎないことがポイントなんだそうです。具材を乗せた後、ライスペーパーで包むのも結構難しかったんですが、ガイドさんが親切に教えてくださったおかげでなんとかできました。そしてツアーメンバーのトムの家族のもとへ行くと、とても温かく迎え入れてくれました。先ほどお話しした通り、彼らは5人でツアーに参加しています。5人集まった席の中に1人で飛び込むのは勇気がいりましたが、トムのご両親が私たちと一緒に過ごしなよと言ってくれたのと、私も彼らと一緒に過ごしたかったので勇気を出して飛び込んでみました。一緒にビールを飲みながら趣味や仕事、お互いの住んでいる国や地域のことなどいろんな話をしました。特に5人とも日本に興味を持っていて、みんな笑顔で日本のことを語ってくれたのが嬉しかったです。しかも社交辞令ではなくて、本当に日本が好きなんだなと思うような話ばかりでした。例えばトムは日本に2回も来たことがあって、今年も日本に来る予定があるそうです。お気に入りの場所は新宿、好きな日本のミュージシャンはマキシマム・ザ・ホルモン、好きな日本食は牛カツだそうで、予想の斜め上を行く好みに笑ってしまったと同時に、あまりの日本の詳しさにびっくりしました。他のメンバーも日本に来たことがあったり、日本のアニメやうどんが大好きだと言ってくれて嬉しい気持ちになりました。他にも彼らが飼っている猫の話もしてくれました。猫の名前はワンピースのキャラクターにちなんでつけたそうで、みんな楽しそうに猫について語ってくれました。終始笑いが絶えず、トムの家族のおかげで本当に楽しい時間を過ごせました。料理教室とサンセットパーティーの後は夕食があるので、昼食と同じ会場に向かいます。夕食の会場も素敵な雰囲気です。夕食はコース料理となっていて、フランス料理をはじめとするいろんな料理が出てきました。盛り付けの仕方はフレンチですが、よく見ると巻き寿司やベトナム料理などもあって、異文化の料理をちょっとずつ楽しめるメニューが素晴らしいなと思いました。特にこちらの鮭の料理がすごく美味しかったです。鮭が柔らかくてマンゴーのソースがかかっていて、この上なく上品な味がしました。夕食もトムの家族と一緒に食べることができて、とても楽しかったです。夕食の後はイカ釣りに挑戦することにしました。ハロン湾にはイカがたくさん生息しているんですが、イカの習性上夜しか釣れないそうです。はじめにガイドさんが釣り方を教えてくれました。釣り竿には人工の餌がついていて、イカの注意を引くために餌を揺らすのがコツなんだそうです。私も教わった通りにやってみて、引っかかるまで待ちます。Difficult. Oh, fish, 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 fish. I want to catch a tiny fish. I want to catch any fish. 10分くらい待ったものの全然引っかかる気配がなくて、他のメンバーも一人も釣れていません。せっかちな私は何度も釣り竿を上げては下ろし、餌を揺らしまくりました。他の人たちもいろんなやり方を試してみますが、なかなかうまくいきません。I don't think it's possible. I don't think so either. You got it?
そして20分以上経っても釣れる気配がなかったので、私は諦めることにしました。I give up. 私が諦めた後もみんな楽しそうにイカ釣りをしていました。ちなみにこの後トムの弟とお父さんがイカを釣れたらしいんですが、私は釣れた瞬間に立ち会えなかったので残念でした。イカ釣りの後は一人でサンデッキに行きました。もうハロン湾の岩がほとんど見えないくらい真っ暗で、たくさんクルーズ船が停泊していますね。朝のバルコニーからの景色です。私は船で寝るのは今回が初めてだったんですけど、想像以上に快適でぐっすり眠れました。そして朝食を食べに来ました。朝食はビュッフェ形式でサラダや果物、パンなどがあります。そしてフォーも食べられます。朝食ビュッフェにフォーがあるのはベトナムらしくていいですよね。さらに目の前でオムレツを作ってくれるサービスがあるので、私の分も作ってもらうことにしました。とても美味しそうです。そしてこちらが私の朝食です。本当はパンや果物も食べたかったんですけど、少し寝坊して時間がなかったのでオムレツとフォーだけにしました。どちらもすごく美味しくて最高の朝食でした。朝食の後は別の船に乗って洞窟を見にボーホン島という島に向かいます。天気はあいにくの曇りですが、今日も楽しみたいと思います。ボーホン島に着きました。今からこの島でスンソット洞窟という洞窟に入ります。スンソット洞窟はハロン湾最大の洞窟で、なんと何千人も収容できるくらい大きいそうです。スンソットというのはベトナムで驚きという意味で、フランス人がこの洞窟を発見した際、驚きの洞窟と名付けたのが由来なんだそうです。そんなスンソット洞窟は名前の通り、びっくりするほど壮大で美しいと言われているので楽しみです。スンソット洞窟に入るためにはまず森の中にある曲がりくねった階段を50段登る必要があります。階段を登り終えると見晴らし台があり、洞窟の入り口にたどり着きました。今度は狭い階段を下って洞窟の中に入ります。スンソット洞窟は3つの空間に分かれてるんですけど、まず1つ目がこちらです。こちらは3つの中で一番狭い空間で、いわば前室みたいなものです。狭い分石灰岩を間近で見ることができ、太くて立派な鍾乳石も近くで見られます。ちなみに鍾乳石とは石灰岩が溶けて天井から垂れ下がってできたもののことを言うんですけど、なんと100年に1センチしか伸びないそうです。100年に1センチということは、これだけの長さになるまでには相当な年月がかかっているということですね。こちらも彫刻刀か何かで荒々しく削ったような表面をしていて、迫力がありますよね。次に階段を上って2つ目の空間に向かいます。通路が大きな岩の壁に挟まれていて結構狭いんですけど、冒険心がくすぐられてワクワクします。狭い通路を抜けると向こう側になんだか広大な空間が広がっているような気がします。そして大きな岩の間をくぐり抜けていきます。すると2つ目の空間にたどり着きました。1つ目の空間と比べるとかなり広くて、洞窟にある3つの空間の中では2番目に広いです。滑らかでボコボコした天井と巨大な岩がたくさんあって面白いですよね。場所によって形や模様も様々で独特なので、不思議な世界に入り込んだような感覚になります。ちなみに下から生えている細長い岩は石筍といって、石灰岩が溶けて天井から垂れたものが地面に落ちて積み重なってできたものです。
そして石筍が鍾乳石と合体して柱の状態になったものを石柱というのですが、ここでは石柱もいくつか見られます。さらにこちらの階段を上って3つ目の空間に向かいます。するととんでもなく広い空間が見えてきました。こちらが3つ目の空間で、洞窟にある3つの空間の中でダントツで大きいです。石柱もとんでもなく太いのが何本もあって圧倒されます。奥にも通路が続いているので想像以上の広さです。どんどん奥に進んでいきます。スンソット洞窟も何万年何億年とかけて作られたわけで、洞窟の深い歴史には人類が作る建物では到底及びません。あまりに壮大で神秘的で、自分や人間の存在がちっぽけに思えます。そんな自然が作り上げたスンソット洞窟には荒々しい美しさと謎めいた魅力があり、とてつもなく心を奪われます。先ほどスンソット洞窟は何千人も収容できるくらい大きいと言いましたが、確かにこれだけの空間があれば収容できそうですよね。幕張メッセのような巨大なホールに匹敵する広大さがあるように思えます。天井も高いので洞窟とは思えないくらいの開放感があります。この洞窟を発見したフランス人がその壮大さにびっくりしたと言われていますが、私も本当にびっくりしました。そして出口へ向かいます。出口からは自然の光が差していて、まるで天国への階段のようです。この洞窟はどの角度から見ても素晴らしくて、出口の階段を上っている間も何度も振り返ってしまいました。正直私はスンソット洞窟はおまけみたいな感じだと思っていたので、まさかこんなに素晴らしいとは思いませんでした。今まで見てきたハロン湾の景色以上にインパクトがある場所でした。そして洞窟の外に出てきました。階段を上った先には見晴らし台があり、ハロン湾の景色を眺めることができます。ティートップ島の頂上ではハロン湾の岩を遠くから見下ろす感じでしたが、ここからは他の岩と同じくらいの目線で眺められますね。下の方を見ると結構高くまで登ってきたなという感じがします。景色を楽しんだ後は階段を下って下まで降りてきました。岩に沿って整備された道を通り、船の乗り場まで歩いていきます。そしてこちらが船の乗り場です。ここからはスンソット洞窟の外観が見えます。さっきはおそらくこちらの穴から洞窟を出たと思うんですけど、外から見るとこの穴の先にあんな壮大な洞窟があるとは思いませんよね。外のアクティビティはこれが最後なので、名残惜しさを感じながら船を待っていました。そして小さい船に乗ってクルーズ船に戻ります。ハロン湾の景色はだいぶ見慣れましたが、ゆったり見られるのはこれが最後なので、しっかり目に焼き付けたいと思います。クルーズ船に戻ったら早めの昼食のお時間です。2日目もビュッフェ形式で、私はあまりお腹が空いていなかったので、カレーとパンと少量のおかずを取りました。また今回もトムの家族と一緒に食べました。彼らとご飯を食べるのもこれが最後なので、とても寂しかったです。昼食の間にクルーズ船はいつの間にかトゥアンチャウ島の近くまで来ていました。トゥアンチャウ島は昨日クルーズ船の出発地でもあった場所です。実はこのクルーズ船にはジムやバーやカラオケなど紹介しきれなかった設備がたくさんあります。本当は全部見て回って紹介したかったんですが、残念ながら終わりの時間が近づいてきたようです。ハロン湾のツアーはがっかりという声もよく聞きますが、私は心から参加してよかったと思います。ハロン湾の景色もカヤックも洞窟も楽しめましたし、何より素敵なツアーメンバーとも出会えました。今回のベトナム旅行では11日間にわたりベトナムを縦断してきたんですが、その中でもハロン湾が一番いい思い出になりました。ただぶっちゃけツアーの満足度の半分以上は天気で決まるような気もします。
今回のツアーでは幸い天気にある程度恵まれましたが、天気が悪ければエメラルドグリーンの海も石灰岩と植物のコントラストも楽しめません。なのでがっかりしないためには雨が少ない時期に行くことと、ある程度の運に恵まれることが必要なのかもしれません。ということでトゥアンチャウ島に到着しました。下船した後はトムの家族に精一杯の感謝の言葉を伝えて、今度は日本で会おうと約束してお別れしました。そしてハノイの旧市街までバスで移動します。その後は旧市街でお土産を買った後、空港近くのホテルに泊まり、翌朝ベトジェットエアで日本に帰国しました。今回はホーチミンから始まり、ベトナムを南から北へと旅をする中で、それぞれの土地が持つ歴史や文化、自然を体感でき、とても充実した旅行になりました。ベトナムが苦難の歴史を乗り越え、街がどんどん発展していく様子を見て、ベトナムが持つ力強いエネルギーも感じられました。ということでかなり長尺の動画になりましたが、これまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。